よーし。さあ、今日もよろしくお願いします。今日から執行ですね。準備します。ボイテーンボイテーンさあ、長い戦いが始まりますね。執行は好きなんでね、楽しみですね。ゲーム実況始まるよ。今回は27実況漆黒指導第一世界へ漆黒のヴィランズ1ひよこの FF14 PC 第303回強くてニューゲームになります。モフおじです。社員が増えてやむなく年俸制をやめたのですが、今は年齢的に普通に貯金できるのでいいかな。ボーナス額も上がりましたしね。では始めたいと思います。おはようございます。モフです。本日もよろしくお願いします。ひよこの F14、強くてニューゲームですね。やっていきます。よろしくお願いします。で、今回から、漆黒のヴィランですね。をやってる感じですね。で、5.0 に想定するっていう感じですね。バージョンに関しては 5.0 に想定する。で、その前回の流れですと、クリスタルタワーに行って、ですね、そこから第一世界に行くっていう流れかな。そんなような話をしてたところで終わったっていう感じですね。じゃあ早速やっていきましょう。漆黒のヴィランズ、これですね。1。また1と2があって、これがあれですね、5.0 になってて、5.1 以降はこれですね。っていう感じですね。はい。行きましょう。暁の賢人たちが謎の呼び声により倒れていくと、国境地帯、ニムリとの戦火がくすぶる中、光の戦士が呼び声に導かれ新たな世界へと旅立つのであったと。はい、行きましょう。まずはとりあえずタタルのところに行けばいいのかな。さあ、いますね。行きましょう。予感。母さん、朗報です。クリスタルタワー周辺にあるという装置の、探索について進展がありました。クリスタルタワーを渡っているのはシリクスの狭間と呼ばれる谷の底。その谷底への侵入経路が、確保されたのです。これには成功いなく、財団や、ガーロンド・アイアンワークス、そして暁に加わっている冒険者さんたちが惜しみない協力をしてくれました。彼らは引き続き谷底の調査に当たってくださるそうです。そこで良ければ私たちも手伝いに。よし、わかった。すぐに行こう。いや、急いでますね。もう待ち構えてたかのように仕方ない。待機しているのも退屈だ。はい。きっとスポッチを見つけて謎の声が言っていた大世界への扉を開くのです。そこには倒れてしまった皆さんを目覚めさすための手がかりがあるに違いないです。帝国と同盟軍の戦いはいつ激化するかわからないですし、一刻も早く皆さんを起こさなきゃです。で、ちなみに現状ここから先は多分課金しないとプレイできないっていう状態ですね。無料あれとグレンまでっていう話なんで。あれですね。もう一個バージョンが上がったらここも無料になると思いますけどね。待てばできると思いますね。では早速シリクスの狭間に向かうです。銀層、北が岸から、成功いなく財団の案内人さんが船を出してくださるそうです。いいですね。20漆黒になりましたね。今日飯食うのちょっと遠出したいんですけどね。今からやると確実に昼過ぎるんだよな。残念ながらね。今回はディーパーにしていますね。今回ディーパーにしています。ID まで行ければいいけど、結構時間かかると思いますよ。
これか。よし。暁の決明の方ですね。シルクスの狭間へ、銀倉庫の東側岸から侵入します。早速船を出しますか。専用エリアですかね。専用エリア。タタルがいますね。あ、この辺の、いつもの暁のメンツがいますね。クルートゥーノーズか。そんな数が多くないので、ざっと見ときますか。はい。あと、ホーリーボールザーも来ていると。から調査をするって流れですかね。皆さん集まってくださったんですね。私たちも早速装置の捜索を始めるです。少しでも怪しいものをとにかく集めていくです。お、真打ちも合流か。手がかりが少なくて困ってたんだ。助かるぜ。ビッグストレッチ。ビックスさん、ウェッジさんも。久々にボイス入ったんじゃないですか、この二人。シドはいなそう。暁の決明のピンチとなりゃ協力しないわけにいかないからな。ジェシーにとっ捕まって来られなかったシド会長の分まで俺たちが働かせてもらうぜ。シドはジェシーに捕まってんだ。頑張れっす。ありがとうございます。みんなで必ず装置を見つけるです。見つけるです。ここらにはなさそうだな。ウェッジ、お前隙間から奥に入れないか。いくらオイラでもさすがに無理っす。それじゃあ私がやるです。タタルさんにそんなことさせられないっす。心配無用です。私動ける受付なのです。ぴょっこ。結局ひよこが見つけちゃうってなるんですかね、このぐらい。おっと、クリスタル。悪い、伝えてなかった。奥の方はまだ安全が確保されてないから深入りしすぎるなって財団の調査員が、って何か見つけたのか。おお、これまでの中では一番装置っぽいな。その模様なんかちょっとうちのロゴに似てるっす。類似品にご注意っす。類似品。捉えた。今度こそ。あ、これがトリガー。何事っす。さあ、すり抜けてくれるなよ。悠久の時を経てここに時空を超えよ。クリスタルタワーにかけてその装置が正解だったのですね。我にその門を開け。3のワード。どうかご無事で必ず皆さんをいってらっしゃいです。
私を導いてくれて7文字。英雄に悲しい顔は似合わぬぞ。オーディションです。なんでだよ。そんな結末のために俺たちは歩んできたんじゃない。闇の戦士です。お、ミーヒーや。いや、見えないですね。見えねえな。そうっすよ。あなたはまだ消えるべきではないわ。声がミーヒーやつ。消えるべきじゃない。気になるね、ワードは。おっと、回想シーンに入った。あ、闇の戦士ですね。出てくるのあれですもんね。想定以来ですもんね。倒れてますね。さあ、大世界に着いたっぽいな。全然、今までとエリアが違いますね、早速ね。ちょっと待ってね。果てのない夢から目を覚ます。ひどくおぼろげな予感が、しかし確かに自分を呼んだ気がした。あれですね、最初のチョコ同業者ではなさそうだ。こんな真夜中にどうしたね。真夜中これはまた随分懐かしい冗談だ。俺のじいさんも仲間と遅くまで飲むときに言ってたっけ。お客さん、酔っ払うのはほどほどに。暗い夜なんて来るわけもないじゃないですか。世界から闇という闇が失われてもう100年も経ってますさ。100年。どうした？まるで本当にわからないって顔じゃないか。初見です。さてはあいつらに襲われでもしたか。
混乱しちまってかわいそうに。あいつら。俺は次の商いがあるからこのままよそに行っちまうが、お前さんは近くの町で保護してもらうといい。この森を東に抜けると巨大な水晶の塔が見える。そのたもとがここらで一番大きな都市。光に反逆せし者が集うクリスタリウムだ。早速拠点が出てきましたね。クリスタリウム。さあ楽しみです。あいつらに襲われるっていうのはまあこのエリア特有の話だと思いますね。その塔はどこまでも高くそびえていた。まるで光に覆われた空を裂くかのように。話進めていくとはもうわかると思います。そこから戦いが再び始まる。光を闇に、正義を悪に覆していく戦いが。これ闇の戦士のボイスですかね。シャドウブリングです。来たね。よーし、操作できますよ。マウントできないですね。とりあえずじゃあ進行していきましょう。いきなり BGM いいっすね。いやー、俺 BGM がとにかくいいっすね。漆黒に関してはね。それも楽しみにできると思います。光ってるように見えるけど、もうちょい先か。お待ちなさい。新キャラ。あなた、見ない顔ですね。それにそのいでたちも。うさぎっすね。ご覧の通り、この先は私たちのクリスタリウムです。その警備を担う者として、不審者を通すわけにはいきません。それで、あなたはどこから来たのです？リムサロミッサから。リムサロミッサでもないです。石の家から。聞いたこともない名ですね。今さら知らない土地などないはずですが。あれか、ゲームを始めた時はリムサロミッサからにしてるからか。クリスタリウムでは身分や出身は重要視されません。しかしペテン師の類はあいにく受け入れていませんので。ペテン師いきなり襲われるんですけど、おっと、なるほど、敵だ。第一世界の魔物ですかね。芸術世界。なんか落としましたね。人を食らったばかりでしたか。どんな食い方をしたやら忌々しい。あれ人間のなんか遺品かなんかか。いや、しかもその、いや、おっさんじゃん。あのおっさん食われたんかよ。マジか。マジか。早いな、展開が。さあ、来た。ライナー、大丈夫か？来たね。声の持ち主ですよね。ええ、水晶鉱。はぐれの積み食い。しかも低級な輩です。
問題はありません。水晶光って呼ばれてます。よかった。しかし念のため周辺の警戒を頼む。まだ気づいてない。読んだ本人のね。あ、にっこりしてるな。それこの者は私の客人だ。あこのまま町に連れて行きたいのだが、いいだろうか。はあ、なるほど。また河の謎めいたご友人でしたか。謎めいたご友人。今までも何回かあるってことですよね。若月のメンツが来てるから。了解しました。今後は自由に出入りできるよう団員たちにも伝えておきます。先ほどの無礼お許しを。クリスタリウムへの滞在が良いものとなりますよう。ともかくここを離れよう。いろいろと質問はあるだろうが、人前では答えにくくてね。どうでも声があるんですね。黒の奇跡。さて、何よりもまず召喚に応じてくれたことに心から感謝しよう。本来なら私の部屋に呼び出すはずが、座標がずれてしまってすまなかった。それでも正しく渡ってこられたようで何よりだ。ここは紛れもなく13ある共造世界の一つ、第一世界。大世界。住民にその認識があるかどうかは別としてね。そして私は水晶光、そう呼ばれている。この先にあるクリスタリウムという町の管理者にしてあなた方を召喚したものでもある。お前が呼んだせいでめちゃくちゃになった。いや、怒ってますね。怒ってんな、人のせいだし。その点については本当に申し訳がない。ただこちらにも差し引きならない事情があったのだ。どうか順を追って説明させてほしい。まずは一つあなたに知ってもらいたいことがある。ここ第一世界は光によって滅びようとしている世界だ。光によって滅びようとしている世界。光の反乱。こちらの時間において100年前に光の反乱という大災害が発生。アシェイのしたのかな。世界は9割以上の土地を失った。わずかに生き残った人類も光の反乱が作り出した化け物によって絶滅の危機にさらされ続けている。その化け物こそが罪食い。あなたが先ほど見たのもそのうちの一体だ。あれは罪食いって呼ばれている。私はこの地を罪食いから救うべく世界と世界をつなぐ術を習得し最強の英雄を召喚したのだ。そしてそれはあなた方の世界原初世界を救うことにもつながるのだが。原初世界を救う。大切な客人をこんな場所に立たせておくのも気が引ける。話の続きはクリスタリウムでしよう。だいぶ長回しになりそうですね。ここで30分ぐらい会話が終わらなそうな感じです。話し始めた。さすがにそこまではかからねえと思います。さあ、これ早速クリスタリウムの中ですね。
いや、懐かしいっすね、この BGM。驚いたのはその活気だ。滅びの世界にありながら生きるために作られた都市。人々は希望を込めて石を積み、死に絶えてたまるかと町そのもので訴えていた。ここで出会う多くの者がいずれ冒険者を遥か遠くへと導いていくのだろう。で、これ YouTube に配信するのまただいぶ先になると思うので、まあ、はい、見る方は、まあ、決めといた方がいいと思います。はい、ようこそ私たちの街、クリスタルリウムにあなたの来訪を、心から歓迎しよう。はい。大世界の街。さて、早速私の執務室に、移動してもいいんだが。ボティアン誰かしらやってると思いますから、あれですけど、ね。込み入った話をするためにあなたにまず私たちの、我々の実情を知ってもらいたい。いくつか街の主要な施設を、紹介するので、そこの顔役たちと話し、この世界についての話題を集めてきてはくれないか。ここからまっすぐ進むとあなたならご存知だろう。エーテライトがある。おそらくだが正しい形で召喚されたあなたならば、己の通ってきた道をたどり、原始の世界の地脈と繋がれるかもしれない。顔役たちを訪ねる前に一度試してみるといいだろう。エーテライトね。エーテライトの左隣にある階段を上り、建物を出るとこの町の職人たちが集う民工芸館がある。顔役はカットリスという女性だ。階段を登らず、左側の通路を進むと突き当たり、博物、陳列館。巨大な書庫だ。顔役はモーレンという青年さ。この名前なんとなく覚えてますね。エーテライトプラザの右側に進むと、市場に繋がっている、流通の取引系の顔役の、ブラギだ。ロスガルさ。以上があなたに回ってもらいたい場所だが、生き方は、おおむね伝わっただろうか。複雑すぎる。すまない。拡張を重ねている街だからどうにも構造が複雑でね。それでも実際に歩いてみれば慣れるはずだ。慣れろって。ああ、そうだ。一つだけ注意してもらいたいことがある。先ほどの関所でもそうだったように、この世界に生きる民は、普通、別世界の存在を知らない。あなたの素性は彼らには理解しがたいものだろう。故に身元を問われた際には、水晶校の、同居人だと答えるといい。この町において、それは、詮索名を意味する言葉になる。水晶校トップだからってことですね。それでは一回り下なら町中央にある大きな広場で落ち合おう。また後ほど。ドゥン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 。まあ、今回のシナリオメインでガンガン進めていくんで。どうしても街を探索したい方は、プレイしてください。集中すると遥か遠くへと繋がるエーテルの流れを感じる。原始世界のエーテル間のテレポできそうだ。あ、もう全部回んなきゃいけないのか。さっき言ってたところですね。いや、こっち移動めんどくさいんで、踊り子でいきましょうか。
随分とも珍しそうだな。ということは真意か。ロスガル。ロスガル初登場ですよね、漆黒ね。ここは、ムジカ、ユニバーサリス。代表の、名前がついているが、つまりは市場だ。俺はここの、市場長をやっている。お前はもしやドワーフ族か。まあ、そうか、似てるってことですね、サイズ的に。山から降りてくるなんて珍しいことだから、お前に合う装備の取り扱いがあったはずだ。かわいいララフェル族の間違いだよ。だってかわいいって言って。聞き慣れない響きだな。どっかの方言か。現象世界です。マムージャがいるね。そこの手前で話してる二人のうち、背の低い方がキム族。だから種族の名前が違うんですよね。それぞれ。相手の背が高い方がエルフ族。エルフ族だと、そうですね。エリゼントですね。向こうに屈強そうがいると、ガルジェント族で。角が生えてるのがドラン族だ。これはアウラか。アウラだ。そして、長い尻尾と鱗の肌を持つのが、牧畜を得意とするズン族なの。マムージャですね。マムージャじゃなくて何でしたっけあれですよね。ウルラハのところにいるやつですね。どうやらお前はそう呼んでないようだわ。ドワーフ族の特別なしきたりなのか、それともね、どっか方言なる地域に移住していたのか。ああ、なるほど。推奨校の同郷だったか。ならば納得だ。ここ数年同じように名乗る者がここに来ることがあったが、皆とても賢い反面妙なところで非常識だよ。非常識。ならばお前もそういうものなのだろう。これからもわからないことがあったら聞いてくれ。ブラギとの会話、わからないと大世界の人々についての話題を得た。あとマーケットはありますよ。メイケライト使えたら楽っすね。ちょっとそこで確認しましょう。あ、使えるね。使えるんであれば、じゃあ次は、博物陳列館モーリーでしたね。モーレンですね。住民名簿に載ってない方とお見受けしますが、もしやそこからいらしたんですか？顔がね、朝日にそっくりなんですよね。朝日の生まれ変わりじゃねえかって言うんですけど、僕はまともなタイプですけどね。でしたら何や本やそれならもう正確か正反対ですよね。いいっすと紙切れでもいいのでお持ちではないでしょうか。あ、すいません。つい悪い癖が。僕はもうね、この博物陳列館の主張をしています。ここはご覧の通りあらゆる書物を収集し保管する場所です。光の氾濫によって多くの土地や命を失ったことで、あまたの知識も失われてしまいました。僕たちはさらなる知の喪失を防ぐため活動しているんです。それであなたはどうしてこちらにもしかして何か調べたいこと初めて来た時もね、これ朝日の同じ顔だってすぐ分かりました。世界の現状を知りたいですね。素晴らしい。全く別人ですけどね。当たり前のことでも学び直してみると、新たな発見があるものですよね。わかりますとも。それじゃあ、せっかくなので、初歩の章から、近代史を、児童向けにまとめた絵本があるので持ってきます。少々お待ちくださいね。お待たせしました。これではいかにして正解が今に至ったかお話しいたします。およそ100年前のことを光の戦士が呼ばれ、大罪人が世界の闇を司る闇の王を殺してしました。いや、この BGM いいっすよね。
すると間もなくどこからともなく光が溢れ出し、巨大な波となって世界を飲み込み始めたのです。これが光の氾濫と呼ばれる災害。飲み込まれてしまった場所は、生命が存在することのできない、真っさりな、無の大地になってしまいました。もうほとんど残ってないってことか、光の氾濫。ミンヒラが守ったところだけは残ってるって感じですかね。ついに世界の9割が飲み込まれ、波が最後に残ったここ、ノルグラントの地に迫った時、人々の前に光の巫女が現れました。巫女は迫り来る光の波を止め、光の反乱を、収束させました。こうしてノルグラントだけは消滅せずに残ったんです。そうですよね。なんかこれ、ミンヒラ、闇の戦士の話を聞いて、大世界に行くって流れになってましたもんね、想定の時に。だから守ってるってことですね、今。しかし悲劇は終わりませんでした。無の大地からノルグラントに向けて未知の化け物、積み食いが侵入してきたからです。積み食いが放つ強い光の力によってノルグラントは、夜の闇が失われてしまいました。そしてそれら今も残ったわずかな人類をくらい脅かし続けているんです。結構絶望的な状態ですよね。世界1割しかないっていう状態ですよね。以上がこの世界の現状です。もし復讐したくなったらいつでも僕にお声掛けください。それから今後同じ町の仲間としてよろしくお願いいたします。モーレンとの会話から光の反乱についての話題を得た。朝日ですよね。なんか高げるね。ちょっと、もう、いや、もうめんどくせえ。同じだからです。次行きましょう。よかった、カットできてるカットできないゲームとか普通にありますからね、レトロゲーム。こっから行くのが、民工芸館か。民工芸館ですね。カットです。カットです。クラフトでお世話になりますからね。クラギアさん。クラフトとギアザー。これだけ物が集まっているのは珍しいだろう。要するになかなかお目にかかれない高級さ。見ない顔だと思ったが真意だね。ようこそクリスタリウムへ。あんたはいい街を選んだよ。積み食いが攻めてきても水晶鋼が障壁を買ってくれるから、外よりはいくらか安全なんだ。でその内側では私たち民工芸館の面々が協力して資材を調達し、ものづくりをすることで生活を支えている。ここはクリスタリウムの製造業の中心なのさ。ただし、ユールモアの街みたいに贅沢三昧とはいかないよ。働かずるの食うべからずっての。ユールモアっていう別の街がありますってことですね。はい。あんた見るからに、働き盛りって感じだけど、もともとは何をしてたんだい、出身は。水晶鋼と同居だって、それはあんたがね。だったらなおさら、この住民として歓迎しなくちゃね。なんと言ってもこの町は、鉱のおかげでできたんだから。水晶鋼は本当に偉大な魔法使いなんだ。この町の中心にあるクリスタルタワーも、あの方はどこからともなく呼び出したものらしいな。クリスタルタワーらしいですね、これ。光の氾濫以降言うと人は住む場所を追われる一方だったから、難民となった大勢の人々は藁にもすがる思いでその塔の元を集まり始めた。それを王が、受け入れたのが、クリスタリウムの始まりだ。以降、塔の中から発見される不思議な道具の助けも借りながら、この町は発展してきてあってわけだ。ちなみにそれから何十年も経っているが、水晶鋼の様子はちっとも変わっていないらしい。それも含めて謎の多い人だけど、私たち住民はみんな王に感謝してるんだ。彼の全てを暴かずとも、信頼は揺るがないよ。ということで、あんたがその同居だっていうなら、誰も余計な詮索はしないだろう。
ただもしあんたが何らかの職人なら、その腕前に興味津々でさ、いずれ機会があったらまた訪ねてきておくれ。クラフターとして。ここは人々の生活を照らす民員工芸館。私のは館長のカットです。改めてこれからよろしく。カットレスとの会話からクリスタルミューについての話題を得た。全部かな。これ全部ですね。あとはあそこのクリスタリウムのところに向かいますってか。見ましょう。つって、そっか行ったんですね。水晶。どうだろう、この世界のことについてみんなの話は聞けただろうか。話題を渡す感じですね。どれもその通りだ。こちら側の状況を把握してもらえて本当にありがたい。ちなみに皆はクリスタルタワーのどこから来たか知らないか、これはもちろんそちらの原始世界から読んだものだ。あなた方の召喚に先駆けた最初の試みだったから、どこの時代から読んでしまったのかわからない。この塔に来たことで得て運命が大きく動き出したんだ。ノルグラントに渡るものたち。こちらの事情は知ってもらったので、次こそあなたの仲間についての話をすべきだろう。まずは場所の移動。私の進む人はクリスタルタワーの内部にある衛兵団の司令に声をかけて中に入るとしている。もしかして、グラーティア？いや、早速言ってますね。知らない名前だ。この人物はどうかしたのだろうか。すっとぼけてるな。なるほど。しかし、この塔の中にそれらしきものはいなかった。申し訳ないが、今は互いの目的を優先させてだろう。そうです。そう思いました。みんなクリスタリウムじゃね。ですね。クリスタルタワーのイベント多分終わってる状態だと思うんで、あのセリフは多分必ず出ると思うんですよね。水晶湖の客人です。どうぞお通りください。ようこそ私の執務室星見の前。ここならば周りを気にせず話ができるだろう。あなたに話さなければならないことは多いが、そのどれもが私以外の第一世界の民は知り得ない秘密。そこだけご了承願いたい。では早速だが、暁の血盟の者たちの行方について伝えよう。結論から言えば、彼らはこちらに来ている。が、最近来たというわけではない。原初世界と共造世界では、時間の流れにズレがあるのだ。原初世界の1時間が、第一世界の1年に相当する時もあるし、その逆もあり得る。ズレ具合は不定で、予測さえできない。もっとも、ここ最近はズレが少なくなる傾向にある。当面はこの点について心配する必要もないだろう。しかし、あなたの仲間については、サンクレットはこちらに来て5年。5年経ってる。ヤシトラとウリエンジェは3年。いや、サンクレット年取ってんじゃねえ、5年経ってたら。直近のアルフィノとアリゼーですら、もう1年近く、第一世界で過ごしているのだ。時間のズレが激しいっすね。私はもともとあなただけを呼ぶつもりだったのだが、世界をまたぐ召喚術はとても難しく、あなたと近しい彼らを招いてしまった。想定外の不完全な召喚によって、しかも彼らは今、見見えて触れられる幽霊というような状態だ。しかもサンクレットを映すのやめて。もうさ、裸といえばサンクレットみたいな。くくりやめてくれ。あなたは、ある程度自由に2つの世界を行き来できるが、彼らは自力で帰ることもできない。
DK 帰れないっていう感じですね。完全に囚われてますね。彼らは数年間もこっちで何を？当初は私も含め彼らを帰還させる方法を最優先で探していたのだ。私も含め。しかしそれが難航したのに加え、ウリエンジェが召喚される際に通った次元の狭間である光景を見たと告白したことで事情が変わった。次元の狭間である光景を見た。うん。次元の狭間では空間も時もあらゆるものが混在する。うん。彼がそこで見たのは未来だ。なるほど。未来を見た。それは原初世界とうん。第一世界が統合されるという未来。なるほどね。世界と誰が言ってたね。バリス帝が。うん。それと同時に原初世界で発生する第八霊災によって第8世多くの犠牲者が出るということ。新しい霊祭ですね。そしてその犠牲者の中に暁の英雄あなたも含まれていたというのだ。事態を重く見た彼らは第一世界側から世界の統合を防ぐことができないかと検討し始めた。うん。魂は原初世界にあらずとも彼らはかの世界とあなたのために戦い続けていたのだ。結果分かったのが第一世界を脅かしている積み食いの脅威。これを打破することができれば世界の統合を霊災を防げるかもしれないということだ。積み食いを打破する。うん。その原理については私が今語ったとて到底信じられるものではないだろう。まずは各地で活動している仲間と再会し彼らから話を聞いてみるといい。まあそうなるよ。当然再会の手助けは惜しまないし共に戦ってくれるかを決めるのもその後で構わない。彼らを元の世界に帰還させる方法についてもいつか必ず私が突き止めよう。だから今は少しだけでいい。信じてみてはくれないか。信じなきゃいけないですよね。帰れないですから。仕方がない。約束は必ず守っておら。ありがとう。信用を裏切ることのないよう全力を尽くすよ。さて、そうと決まれば仲間に会いに行くために旅の支度を整えてもらわなければ。旅の支度を整える。世界を移動したことで体に負担もかかっているだろう。なるほど。宿屋紹介か。あなたの部屋を用意させるから休息も取るといい。案内しよう。クリスタリウムの宿屋ですね。さて、あなたの部屋だが、クリスタリウムいくつかある居住地のうち、ペンダント居住館にちょうどいい空きがあったはずだ。そこへ案内するとなると、市場の近くにある、を通ることになるから、念のため再度それも紹介してこちらへ。なんか、ロスがいたとこか。まずそこに行けって感じです。まずはじゃあ、マーケットの方が近い。はい。トン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 。改めてここがクリスタリウムの商いの中心、ムジカユニバーサリスだ。旅の支度をするときには
ぜひ利用してほしい。ムジカユニバーサリス。こんな名前覚えらんねえよ。なんかムジカってなんかのワードで出てきた気がするな。金銭については心配無用だ。あなたが所持しているギル効果も使うことができるだろギルは使えう。こちらでも光の反乱以前は大国が発行する通貨が流通していたのだが、反乱以後は混迷を極めてね。結局効果の金属としての価値を価格とするシンプルな方法に落ち着いたのだ。この町ではクリスタルタワー内部から発見されたアラグという文明の貨幣を参考にして価格の単位をギルと定めた。アラグがベースになってんだ、ギルって。そしてその単位は私たちの商いとともに各地へと広まっている。ヤシュトラ曰く原初世界で使われている効果はこちらでもほぼ同価値のギルになるそうだ。すごい、ね。他にも塔内部から発見された品は私たちの生活を大いに支えてくれている。だいぶ都合よく作ってますね。あなたにも馴染みのものがあるかもしれないな。スマホみたいなの置いてありますけど。スマホヒューンしかし、すべてをこちらで調達し直すのは手間か。原初世界と物のやりとりができた方が。物のやりとり。アバンケールムシン。お、私の友はそこにいるか。もちろんだわ。今日はどんなに楽しいご用事かしら。これ出てくるのか。来たね、妖精。やあ、フェオウル。お前を一番優れたピクシーと見込んで頼みがある。一番優れたピクシー。彼は遥か遠くから来た私の友人だ。その故郷と身のやり取りをしたいと思っているのだが、お前の力を借りることはできるだろうか。あなた世界の境目の向こう側から来た人ね。そんな面白いことってある？勇敢で無謀、私たちの持たない心でできているのだわ。いいでしょう。私と契約したのならきっと力になってあげるわ。契約しないといけないの。ねえあなた、世界の境目を渡ってくるときに服や爪を落としてはいない？服や爪を落としているですね。そのまま来ましたね。サンクレットは裸でしたね。バッチリ。つまりあなたのものはあなたと同じに境目を渡ってこられるのだわ。そう考えると便利ですね、確かに。だから今より私はあなたのイスネフィッシュ、あなたは私のスネーク。二つの間に継ぎ目はないのよ。あれスネークっていうのか。さあ手をかざして。手をかざす。これ契約ってことか。おしまい。これからよろしくね、私の若木。ねえねえ、早速何か願ってちょうだい。私、境目の向こう側に行ってみたいのだわ。行きたいんかい。行けないでしょ、さすがに行けんのかな。それなら向こうであなたを待っている者に、うひとまずの無事と状況を伝えてはどうだろうか。ん、なるほど。ああ、これ一回戻れた話。クルルに伝言を頼む。タタルに伝言を頼む。いや、どっちにしよっか。じゃあクルルにしてみますか。受けたまわったのだわ。それじゃちょっと行ってくるわね。うわ、いけんだ。便利っすね。あれはピクシー族という
魔法生物に近しい種族なんだ。普通はなかなか人の町に現れないものだが、中でも好奇心旺盛な彼女はクリスタリウムを気に入ってくれたようでね。さて、次こそあなたの部屋に案内しよう。やだよか。フェオルと契約したことで、レターモングリ、マーケットボード、リテイナーベルが第一世界からも利用できるようになりました。あ、そういう便利機能を持ってるんだ。手紙がこっちに届くってことですよね。そりゃ便利。ペンダント。ああ、ちょうど部屋の確認もできたところだ。あなた用に一室確保できたので、今後はそこを私室として自由に使ってもらって構わない。部屋までは管理人の彼が連れて行ってくれる。そこで休んで旅自宅を整えた後に先ほどの星見の間でまた会おう。それでは私はこれで。一応イベント発生するかも。カーズ、こちらへ来てくれて本当にありがとう。夜はコズともあなたに安息あらん。いいっすね。時間の経過気にしなくていい。楽っすね。はじめまして、私はこのペンダント居住館の管理人をしております。部屋の支度はすぐに整いますが、このままお休みになられますか？いつも通りですね。常にこの明るさってことですかね。お前は。おっと。あ、来た。闇の戦士の影。お前は原初世界の光の戦士。どうしてここに？誰だ覚えてねえのかよって。闇の戦士？俺の声が聞こえてるのか？なるほどね。他の人には聞こえてないんだ。嘘だろ。こんなことって。闇の戦士。確かにそっちの世界ではそう名乗っていたな。俺の正しい名前はアルバート。アルバート。原初世界で使っていた偽名とも発音はほぼ同じだ。かつて俺と仲間たちはこの世界に光の反乱が起きる原因を作ってしまった。原因を作ってしまった。このまま全て無にされるくらいなら。そう思ってアシエンに導かれて原初世界に渡り、世界統合を後押ししようとしたんだ。光の戦士として活動してたから光の反乱起きちゃったってことですね。そしてお前たちに敗れた。だが光の巫女ミンフィリアとの出会いがあって、俺たちの魂はこちらの世界に帰還したんだ。戻ったのは光の反乱がちょうどノルブラントを飲み込まんとした時だ。ミンフィリアと仲間たちの魂はそれを防ぐために力を使い消えたよ。俺だけを残してな。なあ、今はいつだ？光の反乱からどれだけ時が経った？
100年。そうか。そんなにも。俺はもう何に触れることもできない。この姿は誰にも見えず、どれだけ叫ぼうと声が届くことはない。たださまようことしかできない。ブックオフのアプリの100円引きクーポンおすすめです。270円のレトロゲームも170円になります。安い。長い間歩き続けた気もするが、いつしか自分の形も見失って意識も曖昧になっていた。それがさっき急に目が冴え始めたんだ。何かに惹かれる感覚があって、気がつけばここにいた。お前はなぜ俺が見える？そもそもどうしてここにいるんだ？ねえ、その説明をしないといけないの。長くなりますね。第一世界を救うためにお前が呼ばれたわけか。バカだな。世界は決して救われないし、世界を救おうとする奴はもっと救われない。少なくとも俺はもうさまよっているうちに戦っていた理由さえ忘れたよ。だがこうしてお前と巡り合ったのも、お前にだけ俺が見えるのも、理屈はわからないが意味のあることかもしれない。俺が残された意味を知りたい。今度こそ旅を終わりにしたいんだ。お前の戦いをしばらく見物させてもらう。せいぜい気をつけろよ。この世界はもう英雄の居場所じゃないんだ。寝てる。うん、起きた。水車庫のとこ行くかな。水車庫のとこですね。こっちか。星も星見。ここで戻れるってことですね、現象世界に。まあ、テレポでも普通に行けますけど。部屋の具合はどうだった？少しは休めただろうか？幽霊が出た。確かに。それは初めて聞く話だが。支障が出るようだった。もし急速に支障が出るようだったらまた教えてくれ。さて、それでは早速
暁の仲間たちの現在地を説明しよう。チーズだ。これが光の反乱を逃れて残っている地域、ノルブラントの暫定地図だ。この辺りがクリスタリウムのあるレイクランドと呼ばれる一帯。レイクランド。さっきの外ですね。北には妖精郷イルメグ。ここにはウリエンジェが滞在している。イルメグにはウリエンジェ。東には古くに栄えたラケティカ大森林。ヤシトラが拠点にしている場所だ。ラケティカ大森にはヤストラ。しかしこれらの地域は侵入に少々準備がいる。後にラヒと呼ばれる。まずはクリスタリウムから飛行銃で直行できる土地にいるアルフィノ、アリゼーと再会をすべきだろう。アルフィノ・アリゼーと再会。アルフィノがいるのは西の海に浮かぶコルシア島だ。ここには鬼人や富豪が集う大都市ユールモアがある。ユールモア。彼は世界を救う足がかりとしてまず人を知り人脈を得ることを選んだのさ。今は当地で情報収集に当たっていると聞く。一方アリゼーがいるのは南に広がる乾いた地アムアレーンだ。アリゼー・アムアレーン。ここは光の反乱によって一切の無になってしまった大地との境目。人が存在できる限界域であり、罪食いとの戦いも多い。アリゼーは兄と異なり、まず敵を知るべきだと言ってね。己の鍛錬も兼ねてかの地で用心棒をしているらしい。アルフィノのいるコルシア島とアリゼーのいるアムアレーン。訪ねるのはどちらが先でも構わない。いつも通りですよね。最初は2つの地域行けるって感じですね。行きたい方が決まり次第声をかけてくれればすぐに移動の手配をしよう。消えるのは半分だと思いますけど。ああ、サンクレットについてはそうだな。ある人物と共に流しの罪食いハンターをやっているというところだ。まあでもグレンの時は違ったんですよね。グレンの時はもう、あれですね、順番が決まってたけど、あれ、想定の時はそうでしたよね。2つのエリアからっていう感じです。まあ、今後もこれがずっとベースになってるっていうのはあれですけどね。すぐに再開するのは難しいが、時が来れば必ず巡り会えるだろう。まあ、あれか。あれですね。どっちかっていうと、アラミゴで2つの地域を行ったって感じです。まあそうですね。結局2つの地域行ってるわ。行ってましたね。そう、アラミゴで行ってるわ。やっぱこれがやっぱベースですね。でもアルフィノから行きますね。コルシア島ね、好きな、BGM が好きなんですよね。まず、光の反乱時のコルシア島の BGM ですね。アルフィノに会いに行くのだ。分かった。それで案内しよう。現在、ここクリスタリウムから彼の家へとコルシア島へと気軽に向かえるような情勢でなくてイベント的にもこっちの方が面白いですね。特別に飛行時を用意してもらわなければならないんだ。そのために紹介状をしたためておいた町の入り口付近にある、てめえのスルカリ牧場に行って、重牧師長の、ゼムジェンバイに渡してほしい。あとは彼がうまくいくことを進めてくれるはずだ。私も続かなくアルフィノに会えることを願っている。これはありじゃないですか。順番にやんねえダメなんですね、やっぱり。じゃあ、アルフィの方からやりますよと。まあ、そうですね、帝国の話も聞きたいですもんね。いきなり、あっちの方で、あれですね、昏死状態になってガイルスに運んでもらったって流れですね。これですかね。ゼムジェンマイ。
おや、見ない顔だね。この牧場に何かご用かなご同意。アマロがいる。水晶港からか。仲間を探しにコルシア島に向かいたいと。そういうことであればもちろんアマロを出す。そうですね。これに乗ってるって感じですね。君に似合いの子を選ぶよ。チョコブじゃなくておや、そこでチョコの名を出すなんて2だね。僕一部の地域ではそっちが主体だと聞くけど、君もそういう場所の出身なのかな。クリスタルユームにおいては、そこの灰色の有力獣、アマラこそが最も一般的な常用獣だよ。何にせよ慣れていないというなら私は一緒にいて、誘導するとしよう。私に限らず、ズン族はみんな、優れたアマラの飼育者であり、騎士であるけれど、公の客人をあの地に連れて行くことになれば責任重大だからね。では準備をするから君も出発の支度を整えてアマロ桟橋へ。新米のアマロ伝いに一言かけておいてくれ。アマロ桟橋。早速行きましょう。コルシア島に向けてアマロを出す。ジェムジェンマイさんが同行するなら大丈夫かな。わかりました。桟橋の利用を許可します。このままここでお待ちになって、ジェンマイさんとアマロが、騎士台へ出発してください。コルシア島にたどり着くことができるようになりました。以後、アマロ桟橋の新米のアマロ使いと話すことで移動することができますよと。また、新たなフィールドの風脈の泉や、大事なものへと風脈のコンパスを用いて、近くのものを探索することができますよ。潮風と繰り返す波の音。いつの世も、その島では時がなぐ。垂れ込めた光の下では、なおのこと、もはや動くこともない一枚の絵のようだ。風に乗り、華やかな演奏がかすかに届く。遠くに見える都市までは、ただ荒れ野が続いていた。あれ、ユールモアっすね。いやー、この BGM 好きなんですよね。すんごい、切ない感じがね。お疲れ様。ここはコルシア島の東側にある、クラックシェル海岸。ひとまずは、無事に上陸というわけだ。いや、ここは危険な島だというわけではないよ。ノルブラント全体で見れば、積み食いによる襲撃も比較的少ない方じゃないかな。ただ。遠くに都市が見える。あれはこの島を利用するリュールマーさ。かなり特殊ですよね、あれ。崖の上に街がありますね。クリスタリウムと並ぶ大きな街で、昔は積み食いを相手に共闘したりもしてたらしいんだけどね。あの辺ね、ああいう感じになってる理由もね、あそこに行けばわかりますね。彼らはずっと自分たちは世界を統治すべきだと主張していて、ついには世界政府を自称、その他の勢力に指揮下に入るように提案してきたんだ。けれど、いろいろと思想も違ってね、クリスタリウムを含めた全ての、都市機がこれを拒否。以降は敵対やしないまでもあまり、仲が良くないというわけさ。というわけで、この島ではあまり水晶湖の関係者と話さない方がいい。特に、都市に近い場所ではね。それじゃあ、河の、許可もで、降りていることだし、この島で探し物をするために秘密の方法を知るよ。一瞬ちょっと暗くなったの気になるけど、変わんないですね。動かない、湖じゃないです。潮か、潮ですかね。いいか、この海岸を南に進んでいると小さな漁師小屋がある。そこにいるエイボールという男はクリスタリウムの協力者なんだ。
合図として、構想のレイクランドタイムを渡せば、この島に関する情報を提供してくれるはずだ。もちろん君の探している仲間についてもね。さあ、これがレイクランドタイムだ。君が目的を果たしてくるまで、私はここでアマロと待つよ。こう動く。でんでんでん。このこれやろうか。ゴブゴブで、グーグーがいるって感じですね。これっぽいね。なんだお前は魚でも買いに来たのか。なるほど。こいつは頂戴しよう。久々に焼き枝魚にも色気が出そうだ。で、何について聞きたいの？このところ大した家はなかったと思う。ある日のを探しに来たの知ってますね。もちろん知ってるぞ。最近ではお手伝いのエキスパートとして有名だって。うわぁ、真似してますね。お手伝いのエキスパート。ユールマの都市内はともかくここいらの村は貧しくてな。自分が生きるので精一杯になって、奴が多い中、進んで他人に声をかけて回ってる代わり者だよ。今いる場所にも見当がついてるし、連絡は取ってやる。が、怪しまれないよう会うのは他の場所にしてくれ。ここから北に進むと、スティルタイドっていう漁村があって、穴あき小舟亭っていう錆びれた、酒場がある。そこで落ち合えとある日のに伝えておこう。メーテライトがあるとこですね。トゥン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 。これか。これですか。うん。ちょっとそこで、どうしてそこに突っ立ってるのよ。ここは酒場なんだから、椅子あるの一杯頼んでちょうだい。まあそうなるよね。なんで蜂蜜酒が欲しいんだよ。はいはい。ちなみに支払いはなんでギルです。何それ見たことない効果ね。一体どこから持ってきたんだよ。あいにくうちには価値を測る試金石がないから、それがいくら相当なのかわかんないのよ。まあ言ったらね、支払えない客から注文は取れないし。ああ、そうだ、代わりに働いてよ。村の北に、ガバナーの畑っていう共同菜園があるの。近頃、害虫がひどいみたいから言って駆除してもらえる。いや、結局お使いやらされるのかよっていう。終わったら、畑の脇に住んでる代わりにちゃんと虫除けするように、駆除を入れてやって、元はサイロだった建物だから見ればすぐにわかるわ。それが終わったらいくらでも居座ってもらっていいわよ。お使いのエキスパートのですね。もう本物ですね。こっちは。お使いのエキスパートでエキスパートが来ましたね。ああ、これか、畑があるっつってんの。ぽいね。あ、しかも敵がいるわ。あ、じゃあ、弱った作物です。撮影の話とかめちゃくちゃ弱いな。ね、強くて人間のと早いっすね、やっぱり。まあこれだけですけどね。まあ、ID は高レベルだしね。進化分かっちゃう。閉ざされたと。返事がない。もう一度ノックしてみる。やはり返事がない。もう一度だけノックしてみる。3回ノックしてるんです。
中からわずかに、何かの鳴き声が聞こえた気がした。思い切って扉を開けてみよう。室内に人の姿はない。家財も持ち去られているようだ。わずかに、残された、野菜くずを、ネズミが食っていた。これを報告するって流れか。おかえりなさい。どこか管理員ちゃんと反省してた。そう、いなくなってたんだ。あの人もついにユールモアを目指して行っちゃったんだ。なるほど。ユールモアを目指すね。はい。あら、わからないって顔ね。私的にあなたもユールモアへの移住希望者かと。あっちは栄えてるからっていう感じですかね。都会に行くような流れですかね。まあ、この際何でもいいや。仕事は十分にしてもらったから、どの席でも好きに使ってちょうだい。一杯だけサービスで出してあげる。これでアルフィナが来るって感じですかね。早速、来たね。早速来ました。やあ、調子はどうだい？いらっしゃい。今日はすごいわよ。よそのお客が一人来てるわ。再開です。再開です。久しぶり。待たせてしまってすまなかった。だいぶ待ったね。頼まれていた麦の種だ。以前のものよりも多く実るだろう。まあ、英雄的には、あれですよね。帝国に行った期間ぐらいしか会ってないってことですね。会ってないっていうか、まあ、会ってない期間はそれぐらいですね。あら、よく譲ってもらえたわね。さすがアルフィノ。助かるわ。まあでも、タタルが調べてる間に、結構期間経ってますけどね、多分ね。リアル期間は。それじゃ、私は増えちゃった空き家の片付けでもしてこようかしら。ここは好きに使ってちょうだい。いや、このポンチョソーとても久々に君と会えた気がするよ。土間で捕虜交換があった時以来か。私の方はこちらの世界に来てから少し時間が経っているからね。本当に元気そうで何よりだ。これ、蒼天の頃あたりなんかおしゃれ着としてあったような気がするね、これ。苦労して探したんだ。こっちで再会したアリゼからもそう言われたよ。あんなに怒られたのは久々だ。改めてそれぞれの無事を祝そう。そして互いがここに至った経緯を交換しないかい？なるほど。水晶港やアリゼからも事情を聞いてはいたが、やはり帝国との戦争は、それにタタルにも随分心配をかけてしまったようだ。どうにかしてみんなで無事に帰らなければ。埋め合わせにいい知らせをたくさん持ってね。そのためにも原初世界と第一世界の統合、第8霊災が発生するという可能性を見過ごせない。ウリエンジェが見た未来を私は本当に起こりうるものだと考えている。彼の証言によれば、原初世界において第8霊災のきっかけとなったのは帝国が使った
姿なき死の兵器だったらしい。黒バラか。黒バラだ。しかもそれを使うのはバリステですもんね。にやりとして終わった。間違いない。黒バラという毒ガス兵器だ。私はガイウスと共に各地を巡っていた時にその再開発が進められているのを見た。ガイウスはそれをかつて廃棄した研究だと言った。しかし人の争いが絶えない限り一度生み出された兵器は完全に消えることはない。現象世界で今ある黒バラを破棄するだけでは完全な問題解決にはならないのだ。そういった意味で私たちが第一世界に呼ばれたのは幸運だったんだ。私たちと水晶校の知識を合わせることで世界の統合が起こる真の条件がある程度見えてきた。詳しくはいずれウリエンジェ本人が話すだろうがウリエンジェ本人が話す世界の統合はする側とされる側両方が重篤な危機に直面することで発生する。そしてここ第一世界側の危機というのが積み食いの問題なんだ。だから私はこれを解決したい。それにたとえそれが自分の生まれた世界のことでなくたって目の前に苦しんでいる人がいるのを見なかったことにするなんて嫌なんだ。そのための足がかりとして世界政府を自称し事実大きな権力を持つという都市ユールモアを知ろうと思ったんだ。これからすべきことを定めるためによければ君にも同行してもらいたいのだがどうだろうか。乗り気ですね嬉しいよ。久々に君と旅ができる。改めてこちらでもよろしく頼む。個人的にはあれですね。グレーンを一気に駆け抜けたので、そんなに経ってるんですか4.3 までは一緒でしたもんね。歓迎の門。そうと決まれば早速行動開始といこう。まずは君をユーロマンの前まで案内するよ。タイミングが合えば、そこで知ることになるだ。あの街を調査したい私が、なぜ未だ都市外にいるのか、あるいはこの世界全体の実用もね。さあ、まずはこの村を出て西だ。小さな橋があるからそれを渡ろう。さあ行きましょう。いやー、これあれですね。飛べるのがやっぱ一番でかいですね。最初に来た時飛べないですもんね。風脈集めないといけないから。結局このエリアもクリアしないと全部揃わないんで、当面飛べないですもんね。コルシャーと穏やかだろう。クリスタルリウムもそうだが世界は違っても地球の営みは変わらないんだ。原始世界における霊幸い脅威だがその裏でこういった共存世界が統合されていたのだと思うと、いや、誰か助けてって言ってますね。今の悲鳴は。放っていくわけにはいかない。手分けして探そう。積み食いですかね。あ、積み食いですね。あとは気をつけて積み食いを。ああ、助けてくださってありがとうございます。こちらだったか。君が見つけてくれてよかった。ご婦人、お怪我ありませんか？
転んでしまっただけよ。この方が積み木を倒してくださったからわしは無事だわ。だけど本当に危ないところだったの。わしももう早くは走れないし、助けを呼ぼうとしたけど、ここも空き家になっていて。私もいい加減自分の家なんてこだわってないで、ユーロマンはお世話になるべきかもしれないわね。まあそうなるよね。もっともこんなおばあちゃんじゃ入れてもらうのは難しいと思うけれど、そうだとしてもユーロマンに近い方がきっと安全よね。私にはなんとも、ただどうかご自身の安全の第一にできるだけ一人にならないようにしてください。本当に助けてくださってありがとうございました。あなたとっても強いようだけれど、この辺りは、錆びれているから気をつけてくださいね。ご婦人の言った通りは、この辺りはもうあまり人がいなくてね、みんなユーロマの方に移住してしまったんだ。積み食いが襲ってきたとして、追い払われる力を持つ者はもうほとんどいない。そういえば君、積み食いについてはすでに話を聞いてるかい？軽くね。積み食いというのはこの世界における100年前、光の反乱をきっかけにしてあらゆるようになった化け物だ。彼らはエーテルを食らうために人を襲う。なるほどね。様々な形態があるようだが、基本的には会話はできず、遭遇したら逃げるか倒すしかない。いわば人類の天敵だ。コルシア島は、積み食いの襲撃が少ない、地域だが、それでも犠牲者は後を絶たない。本当に胸が苦しいよ。何はともあれ、ここはもう大丈夫そうだ。改めてユーロマに出発しよう。さっきの分岐路まで戻って今度は西に続く道。そのまま道沿いに進めば目的地に到着だ。ユーロマに向かってますね。現時点で上の地域は行けないと思いますね。まあ飛べるんで、まあ行けるんですけどね。この時点で行ったらどういう会話になってるのちょっと気になりますけどね。まあ普通の NTC の会話はまあ、普通だと思いますけどね。最初の多分初期で到着する時の会話になってるんだと思いますけど。普通行けないっすもん。奥にあるのが歓迎の門。その向こうに見える都市が目的のユールモアさ。手前のここはゲートタウン。ユールモアに住むことを望む者が選ばれるのを待ちながら暮らしている場所だよ。このね、内情結構面白いんですよね。おお、いつもの変なチビかと思ったら新顔を連れてるじゃねえか。特技があるやつなら大歓迎だぜ。あんたは一体何ができるんだ？彼は移住希望者ではない。君たちの邪魔はしないから放っておいてくれ。なんだと？こっちが善意で聞いてやってるのによ。もっと。はーい、みんな注目。来たね。あれですね。FF おなじみのピエロですか。FF4 とか、あれですね。9とかですね。前途有望な市民候補の諸君、ご機嫌はいかがかな？BGM がそうですね。今日はね、あるご婦人がとびっきり美味しい魚料理を食べたい気分なんだって。だからそれを作ってくれる子を探しに来たんだ。気に入ってもらえたらもちろん都市内で暮らせるよ。魚を食べない日だってずーっとね。さ
さあさあ、名乗り出る人は次戦他戦は問わないよ。こういう BGM か。彼女はどう？あそこでも流れますよね。逆さまユール・モアは世界政府を自称していると言ったね。実はあの都市には別の異名もあるんだ。最後の陥落都市。光の反乱を生き延びた鬼人や富豪が残った時間を楽しく遊んで暮らす場所。持たざる者である一般人がその楽園に住まうにはあんな風に人材として変われるしかない。悪くなさそうだ。君をユールモアにお迎えするよ。幸せの街でこれからずーっと腕を振るっておくれ。まあ、いい生活できるから喜びますね、それ。さーて、みんなのその期待に満ちた顔、言いたいことは分かってるよ。さあ、お待ちかね。彼女の素敵な門出を祝福してメオルの臨時配給だ。これメオルが登場します。これ重要な食べ物ですね。これ待ってました。どうぞ。ありがたい。私も。あのメオルというのはゲートタウンの住民にユールモアが無償で配っている食料でね。都市内でも主食となっているものらしい。食べていくのも困難な時代だから、あれの配給に依存している住民も少なくない。依存している。だが私はどうもあれな、怪しんでますね。見られましたね、ピエロ。まるで人買いのような入国審査だったろ。これが私がなかなかユールモアに踏み入れられない理由だよ。およそ20年前、今のガイアスが、職に就いてからはずっとこんな政策が続いているらしい。しかしこれでは積み食いと戦うことはおろか、自立した生活を送ることさえどんどん難しくなっていく。私は何とかこの皆の生活を改めるよう提案したのだが、いや、君にもね、直接見てもらった方がいいだろう。私はここで待っているからゲートタウン一回りしてきてくれ。この辺がめちゃくちゃ錆びれてる。あそこだけ栄えてる。あれですね。富豪と貧富の違いがあるって感じですね。なんださっきのやつか見てた。ユールマーから寛大な、施を。お前もあんなガキとつるんでないでここに住んじまえよ。ここはいいぞ。見た目は少々ボロッチーが他よりも安全だし、もらえるメールがとにかくうまいんだ。メール依存してますね。だった鍋。大ぶりな鍋の中でスープが狙っている。具は先ほどの白い食品メオルだけのようだ。メオルだけを食ってる。絶対栄養失調になるっていう。あんなのがどう見ても総合栄養食には見えないですからね。ちょっともう一個どこだそこか。そうだ。
ないよ。これか、これだ。遠くを見つめる女性。見て、今日もユールマは美しいわ。私も早く市民に選んでもらいたい。中ではきっと夢のような生活が待っているの。こんな荒んだ、世界に残された最後の楽園だもん。そんな場所が存在する時点もおかしな話ですけど。この世界。クリスタリウムに十分いいとこですけど。ゲートタウンの様子を見て回れたかい。彼らの食生活はメール抜きには成り立たないし、ユールマに強く憧れているものも多い。何度か話をしてみたが、これ以外の生活は考えられないといった風だったよ。いい感じになんか洗脳されてるような感じですね。たゆたう暮らし。ユールマのことを嫌ってる？どうだろう。まあ内部に入っていないしよくわからねえな。わからないからこそ不気味に感じているのは確かだけどな。うん。どんなやり方であれ、この地で生きている民が幸せなのであれば、私はきっと納得できるだろう。たださっき君が助けたご婦人のように、ユールマに依存していない民は放置されているのも同然だ。それでは生きていけず、人は結局都市に群がる。コルシア島のあちこちに移せられた村や畑が増えていく。領地は荒廃していく一方だ。ユールマの提示している道は果たして本当に民の幸せにつながっているのか。すべてを丸く収める方法なんてないと分かっていても、それを考えずにいられなかったよ。貧しい村人の周りこうで喜んで買われていく人を見ながらね。その疑問に答えを出し、今後の付き合い方を決めるためには、やはりユールマに入ってみるべきだと思うんだ。君が来てくれて今でよかったよ。ちょうどあの町に入るために進めてきた準備が、実を結びそうなんだ。この島の近海には温度族と呼ばれる種族が暮らしている。原初世界でいうサハギン族さ。彼らは普段海底でひっそりと暮らしていて、あまり人と交流を持っていない。サハギンね。はい。が、そういうところこそ、正気があると、偉大なるタタル先生から、熱く教えられていてね、私は温度族と接触してみたんだよ。タタル先生。すると、実は彼らが地上で採れる農作物、特に果物なのか、果物なんかを、品として、求めることが分かった。これを提供できるなら、真珠をやろうとも言われたよ。そこで、彼らと取引をして、真珠を手に入れ、これを、実績として自分を売り込めば、ユーロマには興味を持たれるんだと考えたんだ。私だっていつまでも刀をいいねで買ったアルヒノさんではないのさ。気にしてんだもん、今だね。温度族との取引は間もなくだ。農作物を用意して、海岸で彼らと会うことになっている。ということで、準備に取り掛かりたいのが、君にも来てもらっていいだろうか。ありがとう。心強いよ。農作物はここから北西にあるライト村にいる、モシャモアさんが提供していることになっている。早速行ってみよう。はい、もう一個のエーテライトがあるとこかな。さあ、また知らないキャラが出てきました。ドゥン。重要キャラですね。ライト村。じゃあ BGM 違うんですね。あれ見かけない人だね。私に何かを言おう。もしゃもやさん。彼は、私の仲間です。先日お知らせした分の、果実をデートに行きました。あれでたった今あなたの使いだと男の子が来たかったから、頼まれた分を渡したんで、おっと、さっきのやつさ、ちょろっとでした。私の使い、いや、この仕事は誰にも頼んでいない。濃い青髪を、短く刈ったミステル族の子だったよ。ある日の特徴をちゃんと言ってたから信じちゃった。
うわぁ。やられましたね。濃い青髪の心当たりがないな。さっきの話を聞かれてたの、聞かれてもしたのだろうか。そうですね。探そう。たった今ここに来たならまだ近くにいるはずだ。君はまず村の南側を頼む。見晴らしにいいところから、見渡してくれ。話す場所をもっと変えないとダメだったってことですよね。おっと、じゃあモブじゃん。ああ、でも、そうか。モブやったら意味ねえんだよ。まあ、いっか。一応やるか。あれはゲットできます。カンストしてるんで、レベルは一切だった。経験値一切もらえない。モバート戦に3ゲットした。3いらねえ、3かよ。初級じゃそんなもんですよね。さあ、これかなミステリー族。あ、これだね。それらしき人物を発見した。温度族が出てくる感じで、もう待ってるって感じですかね。カーズン、こっちはどうだい？あれ。了解、捕まえよう。普通に捕まえられるので見つけたぞ。私の使いを語って作物を持ち出したのは君だね。あれは大事な取引に使うんだ。返してくれないか。許してください。俺どうしてもユールモアに入りたかったんです。身内はいないし、ここでできた友達はみんな選ばれていってしまいました。それ以来周りとはあんまり仲良くなれなくて、配給のメオルすら残りカスしか回ってこないんだ。何をやってもみんなは俺を推薦してくれないし、お腹も空いてたまらなく惨めで、それでこのまま死ぬくらいなら機械を盗んででも入ってやろうって思ったんです。君、名前は？カイシルです。カイシル。では、カイシル。ユールモアに入る以外の選択肢はないのかい？例えば、クリスタリウムに行くのはどうだろうか。あそこなら、都市に養ってはもらえずとも、働いた分の見返りはきちんともらえるはずだ。ダメなんです。ユールモアじゃなきゃ。俺の友達がいるのはあの町だから。いつかみんなであの豪華な都市で暮らすんだって約束したんです。あれが許しちゃう感じですかね、このね。温度族との取引場所はクレイブ灯台だ。それから私のやろうとしてた商売やユールモアに売り込む方法について説明しておくよ。説明すんだ、しかもしっかりと。譲ってくれるんですか？あくまできっかけを貸すだけさ。そこから先は君自身が頑張らなくては成し遂げられないよ。はい、
ありがとうございます。結局じゃあユールモアには入れないっていうのがあれですかね。これ、もう譲っちゃったんで。私たちにとっては単なる調査。機会を改めることもできる。しかし彼にとっては人生をかけた一大事だ。譲ったことに後悔はしていないし、彼の成功も祈っている。それでも良い判断ではなかったかもしれないな。一刻も早くこの世界を救うべきなら、そうしないと多くの人や君が死んでしまうなら、彼を押しのけてでも進むべきだったのかもしれない。その分次の手を考えてくれ。ああ、もちろんだとも。このままで終わらせるつもりはないさ。ではひとまずライト村に戻ろうか。あれは？いや、名曲すぎっすね。お？誰か倒れてる？かなり遠いが、人が倒れている？何かあったのかもしれない。急いで助けに行こう。ここですか。いるね。弱り切った遭難者。よし、ひとまず応急措置はできたが。お許しを。落ち着いてゆっくり息をしてください。大丈夫、危険ありませんから。彼の体はひどく冷えている。私が焚き火を起こすから君はそのまま、見ていてくれるだろうか。どっかから流れてきたっていう感じですよね。本当に生きている方が奇跡のようです。助けてくださってありがとうございました。あなたは一体なぜこんなことに。トリスモロと申します。ユールマーで画家として雇われておりました。ある夫妻に、召し抱えられていたのですが、私の描いた絵が気に食わないとおっしゃられ、解雇されました。クビになった。その後他の取引も、引き取り手もなく、処遇はユールマーの原種に、任されることになったのです。原種にどうしたいかと問われ、すっかり自信をなくしていた私は町から出たいと。すると、ユールマーから海に向かって捨てられたんです。おっと。いや、物騒ですね。あの高さから、そんな死んでもおかしくないじゃないか。はい。私はたまたま落ち方が良かったんでしょう。それでもあなた方が来てくださらなかったら、あのこと消えたかもしれません。なんていうことだ。あの町でそんな応募が許されると。最もそれを横暴だと思う人はいないでしょう。原種が、それを処罰だと言えばその通りに受け止められる。ユールマーで原種、ドン・バウスリーこそが法であり、どうとか、もうドンとか言ってる時点でも怪しさ満点ですよね。
ですね。ドラ系10でも、まあ、8かな。どっちかって言うと8かな。ドンがつく、あれですね。モグラがいますけどね。あれと一緒ですね。カズ、いや、私はやっぱり、ユールマについてもっと知りたい。いや、知らねばならないと思うんだ。早急に、街に入るための新しい手を考えるよ。きっと何かあるはずだ。ひとまずトリストロさんをライト村まで送ろう。いつまでここにいたらまた体が冷えてしまうからね。そうでしたか。あなた方そのために。何でしたっけね。モグラの名前何だったっけな。ドンキホーテじゃないですもんね。そうですね。忘れたわ。忘れちゃいましたね。完全にド忘れですけど。ドラケ8ですね。お二人とも本当にありがとうございました。命を救ってもらったばかりかここまで送っていただいて、それでその先ほどの話によるとあなた方ユールマを目指していらっしゃるんですね。本心を言えば恩人を得た町に近づきたくありません。でも何やら事情も終わりの様子ですので、これをお持ちください。それは私が使っていた絵筆です。私が、追放されたことで近々、新たな画家が求められるはず。その時にその使い込まれた絵札を見せれば、熟練の画家だと思わせられるかもしれません。いいのですか？これはあなた方にとって、あなたにとって大事な商売道具のはず。あなた方にやれるとどんなものを渡しても惜しくありません。私はきっともう恐ろしくて絵が描けないでしょう。どのみちユールマに睨まれたこの地にとどまれません。別の場所で新しい仕事を探したいと思っています。あなた方に、無事を祈りながら。これで侵入できるってのはあれだ。最後の陥落都市。情けは人のためにあらずとは言うが、こんな機会を得られるとはね。早速トリストロさんの提案通りにやってみよう。幸い私には多少の絵心がある。もちろん本業の画家には及ばないが、振り程度はできるはずだ。君は、助手ということにしてもいいだろうか。少し気が引けるが、それが一番自然だと思うんだ。よし、それでは、急いでゲートタワーに戻って、次に道化師たちがやってくるのを待とう。もう一回行くことになるね。まあもうひどい惨状ってことですね、言うのに関しては。完全に見捨てられたってことですね、ゲージに。街へ出たいって言われたのがもうそも気に食わなかったってことですかね。街から出るのを許さないような感じですね。一度入ったら二度と出られないっていう感じですね。来たね、ピエロ。来た、人飼いの道化師たちだ。いやいや、諸君、こんにちは。君たちにとってはこんなことに今日の僕らは大忙しだ。さっきは自分から名乗り出てきた若き商人を迎えたけれど、今回は画家が必要になっちゃったのさ。さあ、我こそという人は名乗り出ておくれよ。絵を描くこと。ことに肖像がね、あるならば、普通でも役に立てるでしょう。新しい子がいるなと思ってたけど、なるほど、画家だったと。腕前の方はどうかな。今まで描いた作品はある。私たちはその日暮らしの生活です。描いたものは皆、小銭に変えてしまいました。しかし、この使い込んだ絵札を見ていただければ、虚言ではないことをお分かりいただけるはずです。さあ、どうよ。
ほうほう、汚れてるだけじゃなくて、ちゃんと最近まで使ってる感じだ。いいね。試してみようじゃないか。早速ユーロマに来て仕事をしておくれよ。ちなみにそっちの君は？彼は私の助手です。絵を描くにはどうしても彼の手伝いが不可欠。どうか一緒に街に入れてください。そういうことなら仕方ないね。君の雇い主となる方々は拒まないからいいとも構わないよ。それじゃあ早速愛と幸せの街ユーロマへご招待だ。相変わらずこいつら。おっと、メールだね。もちろん分かってると思う。ささっと配ってレッツゴーだ。いや、メールは食べたくないです。できれば食べたくないです。モフおじです。今はゲームと食事にしか金を使わなくなったのでだいぶ消費が減りましたね。タバコをやめたのとパチンコ行かなくなったのもでかいです。世界は救われない。二つ目の拠点ですね。今その言葉を否定できるのはよほどの聖人かバカ、またはこの町の住民だろう。堅牢だった海の都は世界の終わりを前に浮かれ騒ぎを始めた。いや、懐かしいな、この BGM。悲しみを忘れるために喜劇を演じているのか。漆黒はね、結構特殊。あるいはここに限り永遠が約束されているのか。なんでまあ聞きたい場合はもうオーケストリオを取るしかないっていう流れになったんですね。まあそのオーケストリオを取るのがね、結構しんどかったりするんですけど。ようこそ僕らのユールモアへ。どうかな、感動したら泣いてもいいよ。泣かない？そっか。何はともあれ、まずは異常の手続きからだ。話は通しておいてあげるから、君たちはまっすぐ進んでジョイアスホールへ。通路の左手側、一番手前の部屋が入国審査室だ。そこで名前と仕事を言えば、後のことを教えてくれるよ。あ、そうそう。この道の脇道、両脇にいる人たちはゲートタウンの民と同じ。建物の中に入る権利をまだ持っていないんだ。余計なやっかみを受けたくなかったらまっすぐホールを目指すことだね。それじゃあ輝かしき楽園暮らしを。さあ、ユールマー編来ましたね。ひとまずは、規定の流れに従ってみよう。入国審査室だったね。中に入れるとですか。この辺かな？これか。ユールマへようこそ。こう、中だから、お名前をいただいても。画家のアルフィノと助手のカーズです。承知しました。お話が伺っておりますので、審査は通過といたします。続けて、登録用の書類を作成いたします。ユールマーには元首によって許可された自由市民と彼らのために働く、老若市民がいます。あなた方は、老若市民として登録され、まず画家の求人を出した、自由市民の方にお仕えすることになります。もし任を解かれることになれば別の方にお仕えするか、町全体のために働くことになるでしょう。わかりました。ちなみに画家をご所望になられたのはどのようなお方なんですか？ミステル族の、名士、チャイヌズ様とその奥様であるドゥリア・チャイ様ですね。皆さん、チャイ夫妻とお呼びになっていますよ。お二人とも優しい方ですが、あなた自身の未来のためにも、粗相のないようにお願いしますね。それではそのままで、少々お待ちを。
お待たせいたしましたが、こちらはお二人の登録用の書類です。その書類は隣の部屋、市民登録室の受付に提出してください。印がもらえれば登録完了です。お二人にも輝かしき楽園の暮らしが与えられんこと。まあ、雇うってことは金持ってるってことですよね。たんまりと。どこだこれか、これだ。市民登録室の役人。はいはい、市民登録室はこちらですよ。書類を持ってきたかな。画家のアルフィノと助手の数。雇用主はチャイ夫妻ね。了解了解。特に問題もなさそうなんで、引用を押すね。じゃあ早速夫妻のところで。おやおや。どうした？ああ、だし、なんかちょっと変な匂い。なんか匂われてますけど。一体どこ歩いてきたのさ。嗅ぎ慣れない土地の匂いと、そこは垢のない重臭。まるで歴戦の賞金稼ぎみたい。ほんと、確かに。確かにバレちゃいますね。もう、隣に、洗面室っていうシャワールームがあるから、隅々までゴシゴシ洗ってきてよ。どのシャワーを使ってくれてもいいからね。それから、はい、労役市民用の香水だよ。あれ終わったら自分の体でシャバシャバとかけること。それが済んだらチャイ夫妻のところに行っていいよ。詳しい場所は、階段前のコルネに、番兵に聞いてね。そんなに匂うだろうか。気になり始めましたね。それあんだけいろんなやつと戦ってきた。つい最近はゼノスと戦ってましたからね。ゼノスの匂いが染みついてますね。で、ここになるのか。で、これか。自動洗面器。シャワーで体を洗い流した。完璧。あれちゃんとでどうせいいんだ。あ、香水を使うってなったんですね。これだ。はい。すごいなんか色落ちしてますけど。労役市民用の香水を振りかけた優雅なバラの香りが体を包んだ。ああ、君はもう終わったのか。そうか。いいのだろうか。こんな個室でもない開放的な場所でシャワーなど。アイゼーと来たかった。進まない。妹に比べて私は思い切りが悪いと言いたいんだろう。急いで行ってくれ。いや、そういう意味じゃないんですけど。まあいいです。かけた。待たせたね。こちらも準備は万全だ。とてもさっぱりした気になるよ。さあ、チャイ夫妻の会いに行こう。場所はバンペイのコルネに聞けばいいんだったね。向こうなんだ。階段見て登るのかな？そうですね。何？チャイ夫妻に雇われた後、まずもってこの建物に大きく分けて3つの層があるのか。今いるのが受講の層、その上が軍の司令本部がある、受監の層、さらに上が自由市民がお過ごしになる、受賞の、層か。チャイ夫妻は受賞の層にある。
グランドデイムパーラーがいらっしゃるはずだ。ともかく階段を一番上まで登ってみるぞ。移動がめんどくさいので乗り込んでいきましょう。よいしょ。一番上に行けばいいの？あそこ。いた。ドゥリアチャイムス。ね、重要キャラですよね。太っちょの巫女ってぞですよね。ミステア族でした。ミステア族って言うんでしたけど、こっちの世界でミステリ族でしたね。あら、あなたは？太っちょ巫女って。お初にお目にかかります。画家をお探しのチャイ夫妻でいらっしゃいますか？目を食いすぎだろうっていうぐらい食ってんの。おお、ではお前たちが新しい。まあまあまあ、なんて可愛い男の子なの。ふわふわの髪にお上品なお顔立ち、それになんだかお花のいい香りもするわ。さすがあれが効いてますね。あなた、私この子が一目で気に入っちゃった。きっと絶対に素敵な絵を描いてくれるわ。先日手放したあの下手で陰気な画家よりはマシだといいんだが。それじゃあ改めてよろしくね。アルフィノと申します。奥様、旦那様、こちらの助手ともどもよろしくお願いいたします。雇われる際に家族を伴ってくるやつはいるが、その年で助手を連れているとは珍しいな。実際家族のようなものです。血こそつながってはおりませんが、私が辛い時には必ずそばにいてくれました。そして誰よりも私の絵を理解してくれています。彼と共に仕上げてこそ、私の絵はご夫妻にふさわしいものとなるでしょう。いい感じに絵で例えていいっす。しかし絵の描き始めに限れば働くべきは私だけです。そこでもしよろしければ助手には町の見学をお許しいただけないでしょうか。これまで私を支えてくれた礼に憧れのユールモアをいち早く見せてやりたいのです。まあ、なんていい子たちなんでしょう。そういうことなら存分に見学をしてらっしゃいな。いいわよね、あなた。まあお前がそう言うなら。これ探索ができるってのがあるか。ユールモア見学。それでは君は街の中を見学してくるといい。ありのままをくまなくね。まずはこの軸の層、中でも人の巣を、焦点のあたりを見てみるのどうかな。積極的に声もかけてユールモアのことを守るんだ。一通り見学終わったら声戻ってきてほしい。頼んだよ、カズ。
絵を描いた時点でアウトですけど。そもそも絵の才能あったっけああ、でもあれか、一時描いてましたよね、肖像は。ああ、そうだ、あの時できてたもん。うまく描けてたもんな。そうそう、あれ、それなら大丈夫なんか。ちゃんと描けばね。ああ、見慣れないお顔だけで、もしかして新しくいらっしゃったかしら。人探しの時に使ってましたよね。はじめまして、これからよろしくね。ところであなた、うちの使用人を見かけなかったかしら。髪を束ねた、屈強な男の人よ。一緒に買い物をしていたのだけど、私ったら途中でハンカチを落としたことに気づいたの。彼が探してくれって言うから待ってるんだけど。やっぱり一人で待つなんて心細いわ。もしそれらしき人を見かけたら、ハンカチいいから戻ってきてと伝えてくれるかしら。この広い中で探すのかな。いたいた、ありました。屈強な労役新聞。いや、しかも落ちそうじゃねえけど、落ちそう。90。助かった。どうやってあんな状況なんで。屈強なの本当にありがとうございます。あなたが投了かからなかったらどうなっていたことか。実は大事な奥様のハンカチが、風に飛ばされたのか、手すりの外側に引っかかっていて、どうにか回収したものを足を滑らせてしまった。なるほどね。雇い主のことはそんなに大事？もちろんです。今の私の全てと言っても過言ではありません。私は最初少し楽な暮らしがしたいという浅はかな理由でこの町に入ってきました。しかしユールマにあったのは富だけではなかった。ここにはいかなる争いも、持ち込まれず、住民は互いを得て引き締め合っている。奥様は私に大変よくしてくださっています。この時代にこんな幸福な場所は他にありません。ちょっと熱く語りすぎましたね。ごめんなさい。本当に幸せなものです。よければ助けてくださったあなたの奥様に紹介させてください。きっと優しく、ねぎらってくださいます。おっさんが寂しがっていたのは、はい、私を探してくださったと。なんて急いで、とともに奥様の元へ、戻りましょう。紹介されるんだ。話は聞いた。うちの収入を助けてくださって本当にありがとう。使用人のことが大事。もちろん家族のように思うが、そうでなくたって彼のおかげで日々暮らしているんだろう。私たち自由市民はみんな労役市民たちに感謝しているんだ。代わりに働いてくれてるからってことですよね。外では身分が違うと偏見や対立も起こるんでしょうけど、この街ではそんな寂しいことにならないように素晴らしい施策が行われているの。そのうちの一つが、自由市民の財産放棄ね。市民として、登録される際に個人の財産、お金や利権、知識などを町に譲渡するの。代わりに何不自由なく暮らせるくらいの金銭や物資が町から支給されるようになると。そうすることでお金をやりくりする不安や、他人と優劣をつけることが排除される。もう誰も傷つけ合うことはないよ。それじゃあ私は彼と買い物の続きを楽しもうかしら。ハンカチの俺に何かプレゼントしなくて、伝言を頼まれてくれた俺、あなたにも入る。迫り来る理由は、そういえばあなたご自分のお仕事はよろしかったの？街を見学中だったのだったらキャバレー B5 に、行くといいよ。B5。たくさんの人が集まってとっても賑やかな。いつも通りなら、ティスタバイという女性が、入り口近くに座ってるはずよ。彼女にいろいろ話を聞いてくれるはず。あなた知らない。そうですね。キャバレーですね。キャバレー。キャバレーが存在してますね。
ティスタバイ。おっと、これやんのな。なるほど。ようこそキャバレビーハイブへ。優雅な日常に、ハチの、人差しのような刺激はいかがだな。君、死にだろう。わかるよ。まだ空気に馴染んでいない。そういうのとてもそそられるね。どうだろう。私はカード一勝負。どちらの手札の数が大きく変わってると、ごく簡単なハイアンドローさん。ここでハイアンドローをやらされるって感じです。君かかったら何でも一つお願い聞くよ。君が、気が向いたらぜひ声をかけてほしいな。やらざるを得ないでやりましょう。私はハイアンドの勝負してくれるのかい。はい、勝負する。それじゃあ3枚ずつ手札を配ろう。君はそのうちに1枚を開示。私は2枚開示する。BGM が、この BGM ですね。トゥットゥ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 8で、FF8 で散々聞かされましたね、私の手札の合計より低いとも高いとも、低いかな、これはな。こうが高すぎるんでね。低いと思うんだね。それじゃあ答えを見せようか。おっと、9が出やがった。私の手札の合計19だ。さて君の手札の合計は、勝ったね。16だね。You win! おめでとう、君の予想通りだ。君の勝ちにしてもいいんだけど、せっかくだ。もう一戦くらい遊んでくれないかい。よければまた来ようか。もう一回やるのもう一回やるっぽいですね。再度勝利するってなってますね。もう一度私とハイアンドロールで遊んでくれないから頼むよ、かいしんいくん。ありがとう、それじゃあ再戦といこうか。そんなこれやらせたいんですね、このミニゲームを。それじゃあ3枚ずつ手札を配ろう。君はそのうち1枚開示、私は2枚開示する。おっと、いやー、際どいっすね、これ。これ際どいなぁ。かなり際どいっすね。10でしょ高い。高いと思うんだね。それじゃあ答え見てみようか。18だ。君の合計は、負けた。くそ、14だね。いや、負けて。You lose! 片で先進めねえんだろうな。君の予想は外れてしまったので、残念だけど今度は私の勝ちだ。再戦を希望しますか。はい。かわいいね。もちろんつけてたっすよ。まあ、さっきと一緒じゃねえか。低いでいきますか。11、17。オッケー、いったっしょ。オッケー、いった。結局全部低いじゃねえか。おっと、君の予想通りみたいだね。おめでとう、今度と、君の勝ちだ。約束通り何でも一つお願い聞く。それ何が望みなの？身分なんて気にしなくていいから素直に言ってよ。死にだからこの街について知りたい。まあいいけれど、随分可愛いお願いだね。ユルマの最も素晴らしい点は何て言っても積み食いに襲われないってところか。なるほど。積み食いに襲われない。原始のドンバースには生まれながら積み食いを従わせる能力が備わっているんだって。それでこの街は戦う必要がなくなったってわけさ。という話でよかったかな。もっと勉強したいな。あそこで酔ってるアサーンなんか得意げに語ってくれると思うよ。アサーン。実行できませんだ。ミニゲームはいつでもできるからってことですかね。この街について教えてほしいって。これまた随分請求だな。教えるの構えないけど、楽しく歓待するためにはもっと余裕を持たないと。そうだ、一応ステージの上で踊っておいでよ。話は身も心もほぐれてからだ。女遊びしてますね。どこで踊れるんだ？上か。ここか。ここで踊れっぽいですね。す。遊戯なかなかやるじゃないか。これもいいらしいですね。アッサーのところです。
いやー、いいね。君の踊り、実に個性的だ。このステージはいつでも乱入歓迎だから、気が向いたらまた踊ってくれよ。そう、この街についてだったね。今でこそ平和なユールマーでは、先代の原始の頃までは、積み食いと戦っていたことはご存知かな。先代は戦ってたんだ。ユールマ軍といえば最強の代名詞みたいなものだけど、その力を持ってしても積み食いとの戦いが甚大な被害が出た。変わったのは20年前、盛大のご子息、バウスリー様が元首になってからさ、彼の力によって積み食いは敵ではなくなった。それどころかドンバウスリーの下で生きる、同胞になっていっても過言ではないね。その地域はまだ戦いを続けているらしいが、本当に愚かだとしか思えないよ。ドンバースリー万歳。ひとまずいくつかの情報を得ることができた。ある日の立ち上がって戻ってみよう。はい。ポールダンスと、僕は普通にダンスしてるって感じか。なんかの ID がありますね。あら、ジュスさん、お帰りなさい。もう見学し終わったのかしら。時間気にせずもっとゆっくり見てきてもいいのよ。アルヒナちゃんの作業もまだ始まっていないことだし。ああ、心配するな。あの画家は間もなく戻ってくるはずだ。ほらな。来た。ある日の。あ、着替えてきたね。着替えてきた。ああ、これは漆黒用のあれか、服装だね。いただいた服に着替えてまいりました。こちらでよろしいでしょうか。あら、まあ、さっき試着したお洋服も素敵だったけど、この凛々しくていいわ。ある日のちゃんったら本当に可愛いんだから、何を、着てもらう、困っちゃう。着てもらうか困っちゃう。楽しそうな仕事ですね。片言だし、片言。まったくだ。そいつは画家であってモデルじゃないんだ。そろそろ絵を描き始めてもらわないと困る。そうなの？確かに絵を描いてもらうの大好きだけど、今だってこんなに楽しいのに。いや、ダメというわけでは。書く準備をさせてやるんだぞ。仕事ができなくても、気を乗るのは、そいつなんだから。はい、次は一緒に宝石を選んでくださいね。完全に頭が上がらない感じですね。結婚記念日合わせの夫婦の肖像が間に合うな。それが必要だってことなんだ。喜びに満ちた人々。ドリア夫人はとても美意識の高い方なのだね。画家の服装にまでこんなにこだわるなんて。おかげさまでもう少し時間が作れそうだ。よければ今のうちに再度見学に行ってきてはくれないか。今度はさっき通り過ぎた一つ下の階層、軍の司令本部があるというと、時間の、総務見てきてほしい。頼むよ。でーん。下に降りる感じかな。あ、これ。きらびやかな、漏液新聞。泣いてますね。買うだか。あとは、あんたも誰かにお使いする漏液新聞なの？だったらお願い力を貸してよし。歌い手なのに、喉の調子が変でうまく歌えなくなってしまったの。どうにかごまかしてきたけど、もうで限界。ご主人様に知られたら、知られる前に直さなくちゃ。ねえ、あなた私に代わって、建物の外にあるという配線街にいるというソーリッチという薬師を訪ねてもらえない。喉の症状と書いたメモと、薬代代わりにメールを渡そう。どうかお願い。
とりあえず、メオルを渡しとけば問題ないってことですね。主食らしいですから。炭水化物しか取れねえじゃんっていう。いい、なんだね、薬がご利用かね。怪しさ満点ですね。やぶ医者にしか見えねえけど。ああ、このメモに書かれた症状を治せる薬が欲しいと。悪いが薬じゃどうにもならないだろうね。おそらく喉に悪いものができている。それを、切り取れたとしても声が完全に戻ることはないだろう。かわいそうに。この娘は捨てられるのか、それとも消えてしまうのか。なんだい知らないのか。ユールモには大勢のものが招かれるがね。出ていく奴は滅多にいないさ。死体ですらね。たまに海に捨てられるアホがいるもの、それ以外は帰ったから最後。どっかへ消えてしまうのさ。全く恐ろしい街で。俺に言わせればこうして外側にへばりついて、おこぼれに預かってるくらいがちょうどいいね。なんか話は終わりだ。書簡は伝えてやったんだし、メールはそのままもらっておくよ。街の中入ってもこの部屋は完全に錆びれてますよね。上だけがやっぱリッチっていうのがあれですね。で、作品とか。どう？薬はもらえたの？そんな声が戻らないなんて、これから私はどうしたら。を探したい私の金入と、金入とスズメ。一体どうして、こんなところで泣いてるんだい？それに声が戻らないとは。ああ、ご主人様。それは実は私。なるほど。君は喉を養っていたと。患っていたと。気づいてあげられなくてすまなかったね。大丈夫。これまでわしのために歌ってきてくれた君とスズメを捨てたりなどしない。おっと、捨てない。うん。ありがとうございます。ご主人様。でも歌うことができなければわしは何の役にも立てません。いつか本当に不要になるのではないかと怖いです。それならドンバースにお願いして君を天に運んでもらおう。天に運んでもらうよ。いや、これがなんかよろしくない話ですよね。苦しみも病もないそこでなら君だって喉を気にすることもまた歌えるはずだ。それともあちらでまでわしのために歌うのは嫌かな。そう、よろしいのですか？ああ、もちろんだと思う。君の澄んだ歌声が待っているのだとすれば、わしも一層手に召される日が楽しみになるよ。これは嬉しいっていう感じなんですか？うさんくさい話だ。ああ、もしかして君は新しく入ってきたばかりかい。確かに最初は信じがたいかもしれないが覚えておくといい。罪悔や罪ある人を食らう一方で、罪なき人の魂を滅びかけたこの地上から救い、天にある楽園へ連れて行ってくれる。罪食いが天に連れてってくれるって言ってんですかね。それをドンバースに明らかにしてくれたんだ。彼のしもべたるこの町の民は救えるべき民であると思うね。いや、普通にエーテルを食われるってだけだと思いますけどね。だから私たちはこの街で愛と、楽しみのあるままに、暮らし、それを十分に謳歌したら天に運んでもらう。いや、しかもそうなんだ。全員天に運んでもらうんだ。結局あれじゃないです。エーテル食われてるだけじゃねえけど。労役市民だって、ダールジの許可があれば運んでもらえるよ。本当にバースリー様は希望の光のようなお方ですよね。殺されるのと一緒ですもんね。それでは私たちはそろそろ失礼しよう。私の君とすぐに付き合ってくれた、君にも、永遠の、救いがもたらせんことを。いやいや。
積み食い、あれですね。使えるだけあって、やっぱ、悪者である可能性が高いってことですね。使える、従えることができる感じでしたね。遠いな、急に。飛んだ方が早かった。まあいいや。あ、書いてますね、しっかり。やっぱあれの絵うまいですからね。あ、戻ってきてくれてよかった。少し時間かかっているようだったから心配してたんだ。私は下絵を描き始めたのに、今の夫妻の注意を、こちらにないようだ。君の見学の成果を記させてもらっても。ドンバースには積み食いに従えられる力があるか。それもあって市民には信望されているようだね。しかしその積み食いが市民の魂を天に運ぶという話は、ユールモに入る者多いが出る者いないっていうのもそれに関係してるんだろうか。需要に指す天候。いつの間にか助手と話し込んでるじゃないか。下絵の方が進んでるんだろうな。これは。あ、うまいっすね。おい、どういうことだ？これであまりそのままじゃないか。画家ならもっと気の利いた絵にすべきだろう。豪奢で華やかでそれでいて気品に溢れ、見るものすべてを圧倒するくらい美しく。しかし旦那様、これは結婚記念の夫婦の肖像画なんでしょう。お二人はそのまま一番仲睦ましく。そのままだと私たちは現実を知りたいわけではない。完成した時になんて美しいという喜びはそれでいいんだ。分かったらとっとと書き直しを。うわーって言ってます。おっと、悲鳴？ああ、これが天に召されたってやつですかね。なんだ、上の階から。ああ、やっぱこの流れですよね。ピエロが出てきたって。みんな大変一大事だよ。この町の父を目指す不届き者が現れたんだ。怖いな。おっと、そういう感じなんだ。でもご安心あれ。不届き者はすでにドンが捕まえているよ。正義の鉄槌、秩序の回復、ドンのお裁きをご覧になりたい方は、急いで原始のスミスに集合だ。あら、不届き者なんて怖いわね。裁きというの。ああ、気になるのは見てきていいぞ。スミスはここよりさらに上。原子のための会、需要の層にあるんだ。普段立ち入っていい場所じゃないが、今なら大丈夫だ。南側のクラウンリスト前に、警備兵に案内してくれるはずだ。あ、言ってみよう。店長の画家、絵の件で怒られてたんじゃねえのかよっていう話です。まさかの許してくれるっていう。これか。ちゃって。ドンのご意向で今はシスミスを解放している。お前も行くか。あ、いけないってことですね。来たね、ドンバー3。お披露目っすね。ほら、あれさ。あれが、ユールモアの原種、バウスリー。すごいっすね、太ってるな。これ声聞くとわかると思いますね。あれ似てますよ。あの取り巻きは、
罪食いか？人を襲いもしないなんて、これが彼の力なのか？罪食い要素。あれはおっと、カイシルだ。何をやらかしたんだ、カイシル。カイシルじゃないか。一体どうして？なんだお前たちは。勝手に飛び込んできて失礼なやつめ。この声ですよ。あれですよ、北斗の拳のヒデブのやつと一緒ですよ。ドン・バウスリー、これは何事か。なぜ彼が傷ついているのです？なぜって？罪を罰するのは当然だろう。そいつは嘘をついたんだ。敏腕商人だと言うから招き入れてみたが、叩けば叩くほどボロが出る。ユールモアは支え合いでできている愛の都だぞ。与えることもできないのに与えてもらおうだなんて許しがたいゴミくずだ。声優さんは違うかな？違う可能性ある。だから私は嘘の罰としてそこから飛んで出て行けと命じたんだ。なのにそれだけは許してくださいなんてピーピー泣きわめく。慈悲深き長としては別のことで誠意を見せてもらうしかないだろう。似てますよね。何をさせたんだ？絶対意識してますよね、これ。ケンシロウは腹をひたすら。罪食いはユールモアの同胞。そして生き物の体を構成するエーテルはその餌になる。だからそいつには肉を捧げろと言ったのさ。自分で自分の体からそぎ取って。なのにそれすらも最後までやり遂げられないときた。まったくもって面白くもありゃしない。確かにカイシルには偽りがあったかもしれない。だが彼は本当に強くこの都市に憧れていたんだ。それにこのような暴力と恥ずかしめで応じるのがユールモアの民なのか？浅はかなやつめ。この壊れた世界に夢のある楽園を築くことがどれだけ難しいと思う？必要なのは永久に脅かされることのない安全とたった一つの揺るぎなき秩序だ。そしてそれをもたらすことができるのは罪食いを従えられる私だけ。ゆえに私こそが絶対の正義。その言葉に従えない者は処断すべき悪党なのだ。どんな些細なことでもな。これの何が楽園か？ところでお前、ここにいるからには腕を買われたんだろう？何のために雇われたんだ？絵を描くためだ。ほほ、画家か。ならば私のために一枚描くがいい。綺麗に描けたらこたびの無礼を許してやろう。引き続きユールモアに住まわせてやるぞ。
何を勝手なことをしている。私が絵を描けと言っているのだぞ。あなたに必要なのは絵画ではなく鏡だ。鏡醜悪の塊が煮崩れたようなご自身を一度よくご覧になるといい。よく言った。歩けるかい？絶対ぶち切れるじゃん、こんなの。あいつら、私を、私を別キャラが良すぎでしょ。あいつら許さない人形にだってしてやるものか。苦しめて恥ずかしめて殺してやる。おっと今いましたね。ソルテーみたいなのがいましたよ、今。やっぱりこっちの世界生きてるっていうのがあれですよね。勢いでここまで出てきてしまってすまない。中にはもう戻らない方が良さそうだし、このまま殺し屋と出よう。世界政府を名乗るユールマの実態十分に分かった。こちらは積み切り討伐を目指すのであれば、簡単に手を打っ取り合えるんだろうということも。私は君と共にクリスタリウムに戻るよ。新たな道を見つけ、先へと進むために。カイシル、謝って済むことではないが、君には本当にすまないことをした。君が純粋だったからこそ、私は君に嘘なんてつかせるべきではなかったんだ。用意してください。いろいろと教えてもらったのにうまくできなかったのは俺だ。全部自業自得なんです。それなのにアルフィノさんたちは俺を助けてくれた。本当にすみませんでした。ありがとうございます。どうだろう、君さえ良ければ一緒に組みした見に来ないかい。働き口もきっとあるはずだ。いえ、それじゃあ、俺まだ周りに頼ってるだけです。しばらくは一人でちゃんと生きていく方法を探してみたいと思います。まともになったね。わかった。だが、ユールマから追っ手がかかるかもしれない。それだけは気をつけてくれよ。はい、お二人こそ。このご恩はいつか必ず返します。それまでどうかご無事で。ゼーハー、アルヒノちゃん。シャイ夫妻。お前たち何をやらかしたんだ。中で今画家はどこだと大騒ぎだぞ。アルヒノちゃん、私あなたが描いてくれた額を見たわ。今まで綺麗で、豪華な絵をたくさん描いてもらったけど、あなたにはちょっと違ってて、まるで私たち夫婦がその絵の中に入ったみたいだった。ねえ、とっても気に入ったので、だからどうかこの横って、続きを書いて、どんではきちんとご説明するし、不自由にはさせないから。ことあるのか。いいえ、奥様、あなたには申し訳ありませんが、私は今ここでなすべきことではありません。なすべきこと、毎日を楽しく幸せに過ごすことの他に何をしなければならないというの。やはり私たちは行きます。この服もお返ししましょう。そんな、せめてそれはそのまま着ていって、それから私からお願いして、街の門をこっそり通れるようにしておくわ。だからいくつか必ずまた来てちょうだい。あ、いつでも来れるのか。わかりました。なれば、これは私の怒りの記憶、誓いとしましょう。次にお会いするときはこの街の欺瞞を正すときである。そのことを常、忘れぬために。欺瞞って言いましたね。まあ、これが後々別の事件に発展するって流れになる可能性ありますよね。絶対顔覚えられてますからね。で、ここに行けって流れか。はい、
よし。じゃあ、これで、スコルシア島へは一旦終わりですかね。一旦終わり。で、まあ次アリゼかな。次アリゼのとこに行くんですね。カーズ、改めてここまで付き合ってくれたことに感謝するよ。喜ばしい結果でなかったという言うまで実態や、考えが知れたことは、大世界の救済を考える上でも意味があったと思う。さあ、クリスタルリウムで待つ水晶湖の元へ戻ろう。そこからまた何度でも私は諦めないさ。はい、水晶湖です。コルシア島編面白いです。キャラ濃いのが多いですけど。コルシア島への旅はお疲れ様。あちらで見聞きしたことも踏まえて、今後について話したいんだが、君は先にアリゼに会いに行くべきかな。アルマーネの暮らしを知って、こそ思うこともあるだろうし、何より彼女が君に会いたがっていたからね。妹をよろしく頼むよ、カズ。じゃあ次は妹っすね。アリゼを探して。アリゼに会いに行くのな。彼女は特にあの人を案じていたら再会を喜ぶだろう。いや、元はといえば私は彼女を最悪のタイミングで呼んでしまったせいなのだが、それについてはもっとたくさん怒られたんで許してほしい。そうですね。戦争してたタイミングですからね。彼女にはアムアレイに出入りしている大将宛てに紹介状をしたためておいた。民工芸館近くにあるアルマ山岳に行って、隊長のカサードにそれを渡すんだ。きっとアリゼの町知恵と導いてくれるぞ。何気にドアと運命の BGM が流れてるっていう。ハマロさんだし。カサ、これか。アムアレン担当ですか。見ないからな。もしかしてうちの対象に入りたいのかい？なんだ、河野客人会はアルマーレイにいる仲間に会いに来たいと。そういうことは任せときな。ちょうど次の仕入れのためあっちに行く予定だったが、一緒に乗せてってやるから準備ができたら声をかけてくれ。準備ができたら、それじゃ過酷な砂漠の旅にご案内するか。砂漠の旅。アムアレイに食べさすことができるようになります。以後はアマラ山町の間、熟練のアマラ使いと話すことで移動することができますよ。あ、こいつじゃねえんだ。こいつは今回だけなんだ。アムアレーン。その乾いた土地にあった国はナバスアレンといった。昔そこを旅した時に日に焼けた老人が教えてくれたことがある。彼らの言葉でアムは偉大な、アレーンは大地なのだという。光の反乱があり、かの国も滅びた今、人はどんな思いでその名を呼ぶのだろうか。さあ、村ね。ここの BGM はね、共通してるっぽいんですよね。ずっとこの BGM ですね。やっぱりこっちの気候は厳しいな。天の光が、
靴がろうが、昼は暑く、夜寒いのはこうやってもんだ。お前も対策はしっかりしておくよ。さて、水晶港からの紹介状によると、お前はアリゼがいる旅立ちの宿って場所まで連れて行ってほしいそうなんだ。あそこはちょっと、遠くてな。まずは手前にいるモルドスークで、集落を目指そう。俺が仕事ついでに案内してやるよ。じゃあ、お前らここを任せるぜ。よし、まずは南西に向かって直進だ。よし。この特徴はこいつですよね。ギガテンだ。重量オリジナルになってますね。こんな見た目でサボテンだっすよ。ちょいと待った。お前は初めてアムラレに来るんだってな。なら、砂の川を渡る前にちょいと、そこでちょっと、振り返ってみろ。振り返ってみろ。うわ、傾いてますね。すげえ傾いてるわ。でっかいだろ。ここにはまだ、ナバスアレンって国があった頃の城。北方、一護するカスエルシャルスだ。これほどの城を作れるくらいだ。ナバスアレンは、ノルブラント有数の大国だったらしい。が、光の反乱によって首都を含めた領土のほとんどが消失。わずかに生き残った連中もおおむねよそに身を寄せた。今じゃもう国は愚か、好き好んでくる奴もいない。あの立派な城でさえ俺たち隊長のアマロ流ってやつさ。でもまあ何事にも例外があるだろう。これから行くモルドスークはまさにそんな場所だから少しは楽しみにしてるといいさ。それじゃあ再出発だ。ここからさらに南西へ進むぞ。ここはもう普通のエリア拠点ですね、いつも。ちっちゃいとこ。もう街みたいなところないですね、でかいね。よし、到着。ここがひとまずの目的地、モルドスークだ。モルドの市。この集落はモルド族の奴らが仕切ってるんだ。光の反乱以降行き場を失った人の一部が流入したから、姫族なんかは住んでるけどな。お前モルド族にあるのは初めてか。うさんかやし、体も臭いがいいやつだぞ。まずは族長のゲーンゲンさんに挨拶しに行こう。俺が仲介してやるよ。ゲーンゲンさん。モルド族ですね。まあ、あれです、モルボル族、モルボル族、コボルト族にそっくりですね。コボルト族。つぶらな目だ。ゲンゲンさん、こいつが今話した水晶港の知り合いです。捨てるものを拾う町モルドスークにようこそね。モルドスークはモルドの市って意味でな。その名の通り、今となってはアムアレーンで最大の賑やかな市場があるのさ。ここらの鉱山で採れる鉱石はもちろん、他では見かけない面白い品も出回ってる。アムアレーンに好んでくるやつはいないって言ったが、ここだけは別だな。掘り出し物を探して商人連中が集まってるよ。みんながいるものどこにでも売ってるね。そうでないものここにしかないよ。だからこそ来るね。遠くからのお客さん、高値つけるお客さんだからスークはいつでも徐々ね。
この世界にあるものでいらないものなんてないね。ケンゲンさん、それ毎回言ってるよな。代々の教えだったっけか。ま、その信念があったからこそ種族を問わず難民を受け入れてくれたんだろうさ。ありがたいことだ。ボイス入ってるな。さて、これからアムアレーンで活動するなら、お前もこの集落の連中と仲良くなっておくべきだ。ここでは新顔が来た時にある儀式をして信頼関係を結ぶんだが。いいよー、発売してってよ。市場で売ってるもの何か一つ買えばいいね。値段は高くても低くても構わないよ。ということさ。そしてこのために使ってほしいと水晶港からの封書に小遣いが入っていてな。モフオジです。ド M なのでビンタはご褒美ですがマイペースなので放置プレイは苦手です。いやー、俺も久々に見た。フッブートキンか本当にみんな反応してる。キュイキューンとか言ってる。キュイキューン。新顔さん、発売はぜひうちで。いや、うちがいいよ。すべすべのツボが、すごくすべすべのツボがあるのね。よって見てって買ってってキュイキューキュイキュー。こらこら、みんな落ち着くね。こちらの人はまだしばらく荒野を旅するそうよ。かさばるもの、重たいもの、壺、よくないね。壺。旅するには元気がいるね。発売はロンロンのうごめく食料品店で何か食べてくのおすすめよ。ロンロン。あれこいつか。見た目が全然わかんないですけど。見た目の違いが一切わかんねえよ。ロンロン。いらっしゃい旅人さん、うちで発売していって、ついでに元気もつけていくよ。さあ、まずは自慢な商品をじっくりまぜまぜ見ていくといいね。商品の確認を開始します。やってた。やるんかい。ハム。それはメラメラやる気ハムね。リザードの希少な部位を秘伝のスパイスでハムにしたよ。ちょっと変な匂いするけど食べると体がカッカする。いや、まずそうだ。いや、リザードかよ、まさかの。串焼き。カエルじゃねえかよ。それはもちもちお安くしね。近くの岩に隠れている小型のカエルをシンプルに焼いたよ。あっさりして食べやすいね。こっちは。あ、ここもいけんだ。ロンロン。どうしたね。ロンロンを買うならフープド金貨1枚じゃ足りないよ。虫。いや、いやもう全部最悪なんですけど。それはブリブリみずみず漬けね。みんな大好き白ミミズを蜜に漬け込んだ夢の一品よ。これ以外のスイーツは食べられなくなるね。あれ、もう一個あんのか。これか。パン。あ、パン、これが一番まともっすね。それはだらだらよだれパン。いや、よだれパンつってますね。いや、無理だわ。中に甘酸っぱいサボテンの実がたくさん練り込んであるからパスはしても大丈夫。健康にもいいよ。なんだよだれパンって。まともなやつ置いてねえのかよ。まさか。じっかり吟味できたね。それじゃあどれを買ってくね。この住民みんなこれを食べてるってことですかね。だらだらよだれパン。だらだらよだれパンにしてるかじゃあ。よだれは食いたくないですけど。よだれパン、旅人さん、おめえが高いね。サボテンの実の効能で、国書、減っちゃうよ。それじゃあ、お題を頂戴するね。サボテンの実で、あれかなうまく匂いを消してる感じですかね。フープド金貨、確かにいただいたね。これなら40個パンが食べられるよ。40個。そんなに重要なのフープド金貨って。
苦しんでる。やっぱ合わなかったか、口に。ダメだわ。残りは皆さんでどうぞ。いや、40個買わなくてよかったんじゃん。やったー、みんな旅さんに感謝するね。これからこれまでの、検討に拍手。割愛もこれで成立ね。スークの仲間が増えてロンロンも嬉しいよ。ゲンゲンさんにも伝えておくといいね。よろよろしてるまだ。ほんと、大丈夫ね。ゲンゲンに報告。わからん、見てたよ、カーズの発売。気持ちのいい顔っぷりしてありがとうね。これでカーズもスークの名前。次に来た時は常連ね。あれ困ったことあったら頼ってよ。多分それは腹ごらし。ガッハ、根性あるな、お前。まあ、ロンロンが扱ってるおおむね悪いもんじゃねえから心配すんな。だって腹も膨れたことだし、いよいよお前を目的地に連れて行きたいんだが。悪い、俺にも少しだけ時間をもらってもいいか。このモルトスークで早めに済ませなきゃならない取引がいくつかあるんだよ。手伝ってくれるのか。ありがとうな、そうしてくれて早く済むぜ。お前にメモを渡すからそこに書かれて3つの品を受け取ってきてくれ。事前に代金を払ってあるからもらってくれるだけでいい。それじゃあ俺も自分の担当分を回ってくる。また後で。イベントアイテム、カサートのメモはクエストにチェンジするのでいつもより閲覧できますよと。旅さん、まだ旅足りないね。でもそれはお腹を壊すからやめておくべきよ。これは違うらしい。これ行き過ぎです。どこにあるんだよ。あった。V の基盤。あれお前カサードの同行者だ。俺のとこは今何も頼まれてなかったぞ。違うんかい。これ見た方がいいっすね。食用サボテン、鉄鉱石、ナボサレのことにせ、ミールミニーラーやだな。ルームミル。名前がもう、あれですけどね。いや、ないんですけど。これかな？これがいいのかな？トールトル。もしかしてカサードの代わりに来たね。それじゃあ何を渡せばいいんだっけ？鉄鉱石。ああ、そうそう、鉄鉱石。いや、これちゃんとメモ見てダメっすね。なるほどね。ちょうどその箱はそうだったから持っていくといいよ。ちょっともう一回ちゃんと見てみましょうか。食用サボテン。流されの骨董品ね。ムールームってのはこれです。ちょっとさ、抜きにしね。それはもう買い手がいる商品よ。もっと高値を払ってくれるの考えなくてもないけど。なんだ、カサーのとこの人ね。そういうことね。先に名乗ってほしいよ。お察しの通り、それはナバサレの骨董品ね。もちろん中身入ってるから持っていくがいいよ。オッケー。よし。もう一個が、これじゃねえな。これじゃないっすね。カサードのこの方で待って、これだ。食用サボテンだからスクロール持ってって、これでいいんだ。オッケーオッケーオッケー。もしかしてそっち上がったのか？確かに頼んだのはこれで全てだわ。
いや、初めての場所に早いもんだ。お前のこと水晶湖と同じ、デブ生と思ったが、これは随分旅慣れしてるな。しかし、こうなるとちっと困ったな。実はこの店での取引で手違いが起きててな。これから仲介商人も呼んでいろいろ問い詰めなきゃならないんだ。お前にしばらく待ってもらうことになる。あれ、カサさん、久しぶりだね。お、テスリン。ちょうどいいとこね。こいつはお前のところに滞在しているアイゼンに会いたいらしい。あ、重要キャラですね。案内したいが手が開かなくて困ってたんだよ。もしかしてカーズさん。すごく強くて世界を股にかける旅人はあっちこっちが引っ張りたくなずかず。いや、すげえ、アイゼンがたんまり会話してます、話してますね。冒険者のこと。やっぱりアイゼンから噂は風がね、まさか本物に会える日が来るなんて。私は鉄にアイゼンが用心棒をしてくれている旅立ちの宿の世話人です。もしよければ私が案内に加わろうか。こっちはちょうど買い出しが済んだところだし。おう、そいつは助かる。そういうわけで一旦お別れだが、うちの大使はしばらくここらに滞在している。お前の用事が終わったらクリスタルリウムまで送ってやるよ。帰りもこのおっさんでいいってことね。あう。紅白の砂漠を行く。さあ、そうと決まる。ちゃちゃっと行きましょうか、さん。アリゼに早く合わせてやがりたいし。私たちの暮らす旅立ちの宿はここからモルドスーからさらに南にあるんだ。ということで、出発の支度をしたら、モンドソで集合しよう。私も荷物を持ってそこへ行ってるね。さあ、やっとアリゼか。どれだ？あ、違う、モブがいんな。やるか。3回ですね。オッケー。あ、来た。それじゃあ、南に向けて出発するんだけど、一つだけ頼み事をしてもいいかな。この辺りには買い物帰りの客を狙って植えた、コヨーテがよく出るの。私も護衛程度には、剣を扱えるんだけど、いろいろ安くしてくれっていうか買いすぎちゃって。荷物を抱えて歩くのは精一杯なんだ。だからもしコヨーテが出たら追い払ってくれるかな。なるほどね。よかった。さすがアリゼのアルコールの。おっとなんでまでさあ行く。いや、そんなこと言ったらアリゼに怒られるぞ。どんだけ冒険者のことを話してたのごめん、今言ったからそばからだったね。大丈夫、怪我はない。どうにしてもあなたって本当に強いんだね。私から見たらアジでも十分強くて勇敢だけど、なるほどな。で、しみじみしてるわけじゃなかった。まず急に襲われるより今度あなたに先行してもらって、こういう予定がいたら倒してもらう方がいいよね。で申し訳ないので、少し先で見渡してみてよろしくね。はい。いいです。よし。そう行きましょう。普通にドゥン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 でさらに進む。ああ、もうここに戻るのか。またあ、無事よかった。コヨーテの泣くようがここまで聞こえたからちょっとドキドキしちゃったよ。安全を確保しているってどこもありがとう。それじゃあ私も頑張って荷物を運んで。いや、普通にムーブがその辺に混じってますけどね。十分危険ですけど。あ、でもこれで着いたっぽいな。コ
こんなのとか普通にいるぐらいですからね。ゲスリン。はい、到着。母さんのおかげで荷物も無事。というか私一人だったら大ピンチだったよね。本当に何かお礼ができたらいいんだけど、とりあえず中に入ろうか。こっちはこっちでそこそこの事件も起きるんですけどね。まずここもっすね。改めまして、旅立ちの宿にようこそ。クリスタリウムからのお客さんってアリゼ以来かな。見ての通り、ここでは、数名の患者たちと、私たち世話人が、暮らしてるんだ。感染する危険はない。感染したりはしないはずだけど。本当にアリゼの仲間なんだな。ノルバランで生きていて、これを知らない人が、彼女の他にもいたなんて。ここの事情は後でアリゼに聞いてみて、きっと彼女の方があなたにうまく説明できると思う。さて、アリゼ対面ですか。あの娘の足跡。さて、当のアリゼを。まさか外に出てるどっちか、これ。いないみたいね。ってことは、外の見回りに出てるんだと思う。見回りの時は、物見櫓を拠点にするから、そっちに行ってもらえば、ここで待つよりは早く会えるかも。物見櫓は、南側の出口から出てすぐだよ。私は入り違いにならないように仕事をしながらここで待ってる。でん。これやるか。アリゼの姿ないが近くに新しそうな足跡を見つけた。これか。これだ。小ぶりな足跡。足跡は北西に向かって続いている。小ぶりな足跡。さらに奥ですね。足跡はさらに北西に向かって続いている。さらに西に向かって続いている。もっとここでなんか入りになってますね。足跡から途中で乱れて書き消えている。で、ここで何かあったんだろうか。すごいね、これ。光の反乱のやつですよね。お、来たね。積み食い。待ちなさい来た。アリゼだ。嘘。本物？本物？偽物がいんのかよって話ですけど。しっかり赤間同士ですね。まだまだ危なっかしい。厳しいね。わかってるわよ。ちょっと驚いて。次はもっとうまくやるわ。あなたこそいつかは来るって思ってたけど、ずいぶん遅かったじゃない？それ、ちょっとしか経ってないですけど、実際はね。そっちは1年経ってるんでしょうけど。久しぶり。元気だった？
いや、昨日の時点でそう。いたから大丈夫。帝国との戦いは膠着状態なのね。一度、原初世界と繋がったっていう推奨校からも、ひとまずの危機は去っていたと聞いたけど、時間の流れもずれてるって言うし、心配だったのよ。昨日ぶりだったのに、こっちは1年経ってるって。アルフィノとウリエンジェにはこっちに来て会えたから、私の知ってることを伝えておいたわ。まだ会えていないサンクレットとヤシトラにも、彼らや推奨校を経由して話がいっているはずよ。待たせているタタルたちのことを思うと、一刻も早く原初世界に帰ってあげたいけど、方法が見つからないのもあるし、何より、ウリエンジェの未来史を見過ごせないわ。ウリエンジェってさ、言葉は回りくどいし、一人で納得してばっかりじゃない？でも、根はどうしようもなく優しいから、みんなを本当に傷つけるような嘘はつけないと思うのよ。そんな彼が、第8零祭が起きる。英雄が死ぬ。だなんて。言い出すまでには結構悩んだんじゃないかしら。だから、私は信じてる。今やるべきことは、世界の統合を止めること。そのために、第一世界を積み食いから救わなきゃいけないって。ねえ、あの大きな白い壁を見て。あれが光の反乱の後よ。100年前、ここ第一世界では、光の力が異様に高まっていた。それがある日限界を超えて、溢れたそうよ。発生した超高濃度の光の波は、ノルブラント以外の場所、世界の9割を飲み込んだ。普通あらゆる生物は、複数の属性からなるエーテルを有しているものだわ。けれど、あの波に飲まれると、そのバランスが乱れてしまう。すると、あるべき形を保てなくなるのよ。もう本当に元に戻らないってことですね。光が反乱を受けたら9割よ。消滅するか、理性すらない異形の怪物になり果てるか。そう、積み食いっていうのはね、もともと光の反乱に飲まれた誰かさんだったんだわ。なるほどね。人間だったってことか。一度そうなってしまったらもう戻れはしない。積み食いはエーテルを食べるから、人は格好の餌よ。あるいは苗床ね。力の強い者は襲った相手のエーテルを乱し、積み食いに変えてしまうことができるわ。つまりあいつらの目的は、食うことと増えること。実にシンプルで。だからこそ交渉の余地もない人類の敵だわ。そしてここ旅立ちの宿は積み食いに襲われ、自身もそうなりかけている人たちが捨てられてくる場所なのよ。積み食いが人間だったってのは、ここで初めて聞きましたね。追奨校ですらそんな話してなかった気がするな。ああ、テスリーンたちが世話してる患者、彼らは全員積み食いが聞かれてる人よ。程度に差はあるけどね。ああなると周りには恐れられる。人たちには住めない。こんな世界では橋に連れてこられるんだわ。本当に地獄のようだけど、幸い私が修行するのはちょうどいい場所だったし、テスリーンたちから積み食いについて学ぶことができた。あなたにはそれを共有する。私たちが今後どうするかを決めるためにもね。積み食い狩り。さてと、まずは実習も兼ねて見回りを終わらせちゃいましょう。あなたには旅立ちの宿から来たお供が、地図に印をつけてるから、その周辺を見てきてほしい。体の特に白い異形がいたら積み食いと考えて間違いないわ。人の栄転に引かれて襲ってくるだろうから必ず倒して、終わったら北側の出入り口前で集合しましょう。それじゃあ後で。
サクッといきましょう。まあ、おそらくこれは対象じゃないでしょう。一番上の対象。まあ、あれですね。蛮族と一緒ですね。お金さえそっちはどうだった？そう、やっぱりはぐれ罪が意外と出たので、まあ、ここらで日常茶飯事のことなんだけど、戦ってみて分かったと思うけど、低級な積み食いだったらその辺を徘徊してるけど、もの大したない強さだわ。だけどあいつらは容易に似て、強い個体に突き従う習性があるんだよ。だから強大な積み食いが、狩りを行うときにはどうでもない数の集団になることがある。そいつらにどれだけの人が餌食にされてきたことか。こうして見回りするのも、積み食いの数を減らしていたっていう時の危険性を少しでも軽減するためよ。手伝ってくれてありがとうね。それじゃあ手すりに報告しに行きましょう。ところで、この子、あなたに変なことが話してないわよね。ないわよね。いや、散々聞きましたけど。俺のことをひたすら話してたって話よね。聞いたよ。見回りを手伝ってくれたんだって。さっきから危険なことばっかりごめん。でもありがとう。何してもアリゼと無事に合流できてよかったよ。彼女すごくあなたに会いたがってたんだよ。何かにつけてカーズならって。言ってますね。まあ、勝手なこと言わないでよね。私はただ冷静に客観的な視点を持とうとしてただけよ。母さんの戦い見てたら本当にお見事って感じだもんね。しかも自然と手を貸してくれて優しいし、私もファンになっちゃいそう。ファンって言ってますね。嘘。母さんいい人は本当だけど、二人とも見回りお疲れ様。なんだね、もう一周見回り行ってこようかしら。相変わらずいじられキャラです。宿を立つなら。もろもろのお礼も兼ねてあなたをきちんとおもてなしにしたいんだけど、ごめんなさい。買い出しに行ってる間に仕事がやむずになってて、しばらくアリゼと待っててもらっていいかな。そんな逆に居心地は悪いや。何か手伝いことは。本当にごめん。ありがとう。それじゃあアリゼは一緒に備品の点検をお願い。母さんに患者たちに声をかけながら、顔や体についた砂ぼこりを拭ってあげてほしいの。パーニル、ドッテ、ハルイクの3人だよ。新しい人が手を貸してくれたらきっと嬉しいと思うからどうかよろしくお願いします。なるほどね。積み食いにやられちゃってるメンツってことなんですかね、これは。倒れてますもんね。ありがとう。トッテンはじっとこちらを見て少しだけ嬉しそうな目を細めた気がした。こいつは喋れないんですかね、もう。で、春行く。あ、これか。このボス。ここはやっぱ重要か。ハルイクの方についていた砂ぼこりを払ったが、一切の反応がない。肌が石のように不思議な質感に変化している。石膏か、石膏だ。
重傷ってことですかね。ああ、もう済んだのかな。幹事さんちの、どうだった？そっか、そんなに喜んでもらえたらあなたにお願いした回もあったね。だけど、春以下やっぱり、世話人のみんなとも話さなきゃならないんだけど、そろそろなのかもしれないね。デスリン、私、カーズに見せたいものがあるんだったな。モルトスークに行くのだけど何かお使いある？アリゼ、ごめんね、ありがとう。それじゃあ、ネクタリにお願いできるかな。カザードさんの対象が来てたから、ロンロンさんの店に入荷してるかも。ということで、カーズ、悪いけど、ちょっとモルトスークまで付き合って、最初にロンロンの店。飛んだ方がええか、これは。ロンロンっつった。まずいの売ってたとこじゃねえけど。ああ、さっきの旅人さんどうしたね。うちの味が癖になったねえ、ネクタリンって入荷してる、あったら一つ買いたいんだけど。ありよ、入荷しててのピッチピチね。旅人さん、さっき大盤振る舞いしてくれたんだからネクタリンをおまけしとくよ。お題は結構ね。もう、ただでくれと。まあ、金払ってますからね。モードの商品がカードでプレゼントなんて、この店に何をそんなに買ったんだよ。そうだ、白ミミズもある。あるなら、それは私が買うわ。違うよ。私が食べるんじゃないから。これからあなたにある場所に連れて行くのに必要なの。ある場所に連れて行く。で、あるの？もちろんあるね。お使い上げ大歓迎よ。よし、これで買い物は完了だ。次は水路の西側にある一番大きな塔に行きましょう。あなたに見せないものはその上にあるんだよ。ここですか。登んのかな？守衛のお仕事お疲れ様。はい。あなたの好きな白ミミズよ。それをあげるから塔の上に登らせてほしいんだけどな。やっぱそうなんだ。コブルトの好物なんですかね、白ミミズ。いやー、プリップリの白ミミズ。たまらないね。本当はダメなんだけど、特別ね、これ切るよ。塔に登っていいそうよ。じゃあ行きましょう。光の反乱がよく見えるってことですかね。あそこを見て。大きな結晶の切れ間のところ。向こうに白い地平が見えるでしょ。あれが光の反乱に飲まれた土地だそうよ。ただ真っ白な、何一つない無の空間。今なお強い光の力を帯びていて、踏み入ろうとすれば体のエーテルバランスを崩してしまう。生命はあの先じゃ生きていけないんだわ。さっき買ったネクタリンね。ハルリクの積み食い化が進んでた子の好物なのよ。赤いメオルにしか見えねえけど。あの子も含め、多くの患者は力ある積み食いに襲われながらかろうじて生き延びた人よ。でも、その場では助かったというだけで、敵の力は彼らに食い込み、エーテルを光で侵食していた。加えて環境もご覧の通り、普通の人なら体が自然とバランスを整えるけれど、彼らはもう浴びるがままに光を蓄えてしまう。だからね、遅かれ早かれ、いずれは全員積み食いになるそうよ。
テスリンたちもそれは分かってる。だから一線を越えて完全な積み食いになる前に必ず命を絶たなければならない。意識があった頃好きだった食べ物に毒を混ぜて、そんな最後何度も見てきたわ。悔しいわよ。今でもずっとね。戦っても戦っても強さなんて足りやしない。それでも向き合わなきゃ。私散々あなたに置いていくなって言っておいて、自分はあのざまだったじゃない。あのタイミングで呼んでくれた水晶校には散々物申してやったけど、誰のせいにしたところであなたを戦場に置いてきたって後悔は消えやしなかった。だから決めたの。その分こっちでできることがあるなら苦しい道だって走り抜けてみせるって。それが今の私の決意で支えだわ。そろそろ戻りましょうか。長く待たせたらテスリンも辛くなるだろうから。付き合ってくれてありがとう。無の第一のことをあなたに見せておきたかったんだよ。だからこの世界に実情を知る上では変わってないからね。この無の第一ってのは今後出てきますからね。それといろいろと思うことがあるけど、ネクタリンはきちんと手すりに渡してあげてほしいの。人が積み食いに変化してしまうことは確かにおいても脅威であると同時に、当人にもひどい苦痛をもたらすのよ。世話人のみんなは患者たちのことを本当に大好きで、だからこそ苦しませたくないと思っている。彼女たちなりにこんな世界と戦ってんだわ。まあね、どっちかっていうと別のコンテンツで関わってくると思うんです。レイド。あ、この飛んだ方がええか。まあ、ここにはエデンっていうコンテンツがあって、あれですね、FSL の召喚獣ですね。エデン。あれが絡んでくるね、やつがあるんですよね。FF8 の BGM 流れますからね。あ、おかえりなさい、ネクタリンあったかな。ありがとう。確かにいただきました。その様子だと事情も聞いたみたいだね。大丈夫。これは保険。ハルイ君のことをできるだけ様子を見ようって世話人のみんなで話したの。それでも備えがあれば、冬の時が来た時に、好きだったものと一緒に送ることができる。本当にありがとうね。じゃないよ。かといって今すぐに何かってわけじゃないし、切り替えていかないと患者たちさんも不安になっちゃうよね。次はみんなのご飯の支度。もちろんあなたの分も作るから一緒に食べよう。腹減ったな。俺も腹減ったよ。足りなかったら言ってね。今日は少し多めに作ってあるんだ。心なしかいつもより具沢山じゃない？正解。クリスタリウムからのお客さんなんて珍しいからちょっと奮発してしまいました。じゃあ遠慮なくおかわり。よし来た。次の分が煮えるまでちょっと待っててね。気に入ってもらえたなら嬉しいな。
ほら、ここは捨てられたり別れたり、そういうことばっかりの場所だから。もともとは私もね、積み食いになりかけてたお母さんを連れてここに来たの。きついね。みんな積み食いになっちゃうってことですよね。助けられない、殺すしかないと分かっていながらどうしてもできない。みんな大体そう。それでこんな最果ての荒野を目指すの。ここにあるのは希望なんかじゃないわ。ほんの少しの猶予と、せいぜい痛みのない死だけ。それでもお母さんが静かに息を引き取った時、こうして見とれてよかったって本当に思ったんだ。うん、そうだね。救われるって信じていても、見てきた人の命を奪うのはね、身勝手かもしれないけど、いっそ闇の戦士が来て変わってくれればいいのにって毎回思うよ。闇の戦士。闇の戦士？あれ、知らない？私も由来とかは詳しくないんだけど、有名な伝承だよ。闇の戦士は死の使い。命を刈り取り、天の暗き海に返す。誰も逃れることはできない。人も、人が成り果てた積み食いでさえも。って感じだったかな。まあ、実際にはそんなの見たことがないから、おとぎ話みたいなものなんだろうけど。物騒極まりないわね。そうかな。人でも積み食いでも命を返してくれるってところ、私は好きなんだけど。来る。テスリーン、大変！ハルリクがいないの。少し目を離した隙にいなくなってたの。さあ、積み食い関連ですかね、やっぱり。カーズありで、お願い一緒にハルリキを探して。理由はわからないけど、外に出ちゃったなら、獣や積み食いに襲われる可能性もある。とにかく早く見つけないと。分かったら手分けしましょう。行き先とかに心当たりはないの？そういうのは何も、ただ他の患者さんもなんだかざわざわしてる、彼にしかわからない事態が起きてるのかも。ひとまずいなくなってから時間がさほど経ってないから、宿の近くを探してみよう。私、東の方から回ってみる。お願い、無事でいて、ハルリク。それじゃあ私は北西の方行ってみる。あなたは、南側を頼んだよ。あれか。行けない、今の時点で行けないエリアのあれさ、NPC に関しては全部これになる可能性高いですね。強くてニューゲーム中のため実行できないですね。できません。そうですね。そうだね。そうだよね。会話見れるわけがないですよね。いけないんですから、現時点で。なるほどね。ハルリクの姿は見えない。他の場所を当たってみよう。今度西ですね。
アルクの姿見えない。積み食いが襲いかかってきた。しれっと見える。3カ所目の指定地点。どう？何か見つかった？そっちも手がかりなしか。そう遠くまで行くとは思えないんだけど、積み食いが騒ぎ出しているのも嫌な感じね。もう一回今度は別の場所。いますね、積み食いが。やばそうなタイプが出てきたね。あれも積み食いだわ。多分かなり強い。人を襲いに来たのかもしれない。追いましょう。いたわ。おっと、ハルリクいますね。あれって嘘でしょ。ハルリク！手すりんだ。逃げよう。ああいやー、やられちゃいましたね。いやー、このシーンしんどいっすよね。この世界にあるものでいらないものなんてないのよ。あなただって最後の時まで大切な苦しんで死んじゃダメ。そうでしょお母さん。いや、しかも積み食いになるって流れですよ。いやー、怖え。エイダの時みたいなんです。エイダじゃねえ。こっちのキャラエイダか。エイダです。そんな。いや。手すここについてるな。ありんちゃん。
これ、こっちの世界の現状をもろに目の当たりにしたっていう感じですよね。あんな感じで刺されて積み木化すると。ごめん、カズ。世話人のみんなには事情を話しておいたから、少しだけ後のことを頼らせて。さあ。信じられない。テスリンはいつも患者たちは明るく話しかけては、怖いことも痛いこともないんだよって伝えるみたいにね。その患者がどうしてそんな終わり方しなくちゃならなかったの？君たちもショックだろうね。こうして気遣ってくれてありがとう。正直なとこ言葉にならないよ。人でなくなってしまえば墓を作って弔うこともできない。それを一番寂しがってたのはテスリン、君だってのに。ハルイク。ハルイクは相変わらず反応がない。積み食いが飛び去っていった報復をただ見つめている。空知らぬ雨。以前相当凹んでるだろうな、これ。ひとまず見上がってきた。うん、ありがとね、いろいろと。すまない。テスリーのことで驚いて、ハルイクを連れ帰ってくれた君たちに礼を言えていなかった。怪我はしていないかい？ええ、戦うことすらできなかったからね。私は用心棒失格だわ。悔しいけどどうにもできないことだってある。ハルイクが無事だっただけでも私たちはありがたいわ。ごめんなさい。やっぱり私、用心棒は続けられない。そんな身分で頼めたことじゃないかもしれないけど、ハルイクに毒を与えるのは、できるだけ待ってほしいの。うん。もちろん限界だと思ったら迷わないで、できる範囲でいいからお願い。なるほどね。限界ギリギリまで毒を与えて安楽死させないっていうのがあれですかね。それはもちろん、私たちもそのつもりが、だが。ありがとう。それだけでも今は十分だわ。そういうところだから、ハルイク、テスリーに言われたこときっと忘れないで、元気でね。このまま立つき、辛い気持ちはわかるけど焦らなくたって行く当てはちゃんとあるの。そうね、行き先というかやるべきことは決まってるわ。うん。そうだね。積み食い化し始めた人が決して助からないのこの環境は絶え間なく光を蓄積させるせい。だったらそれを正常な状態に戻せたら、すぐには無理かもしれないけど少しずつだって、治る見込みはあるんじゃないかしら。うん。いや、落ち着くんだ。理論上はそうかもしれないが、とても現実的な話や。私は最初から戦って世界を変えてやるつもりよ。クリスタリウムに戻りましょう。修行終わり。ここから磨いた剣を突き立ててやる番よ。よし。さあ、これでアリゼ編も終わる感じですね。でも時間なんかちょうどいいかな。普通に ID 超えたら5時間以上は絶対かかると思いますね。まあそうですよね。グレーの時はそうだったの。グレーの時は9がね、ギリギリまで確か行くところまでやったんですけど、確か5時間以上かかってましたもんね。まあそうだよね。あっちの時間かかると思いますね。でもセリフ量がやっぱり、あれです、多いですね、漆黒はね。グレーより。ボイス量も多いしね。難易度あるさ、ボリュームあったと思うんですけどね。それをはるかに超えてきてますよ。
悪かったね。飛び出すように出てきちゃって。でも言ったことには全部放棄よ。彼らには彼らの生きるための戦いがあるように、私は私の道で戦うだけだ。自分は今でもアリゼの剣だ。バカ。なんで今そんな懐かしい話するのよ。おい、嬢ちゃん大丈夫か？お前泣いてるわ、確かに。いいからクリスタル夢に帰るわよ。全速力で風よりも早くぶっ飛ばしてよね。いや、キャラがいいな、やっぱり。アリゼ。まったくもうアムラレーンの上を飛ぶとすぐに砂が目に入るんだからね。なんかごまかしてますね。普通に泣いてましたけど。でもなんだかちょっと頭がすっきりした。私ここからまた頑張れるわ。さあ、水上湖のところに行きましょう。積み食いをバッタバッタなぎ倒すための作戦考えなくっちゃ。いい加減飯に行きたい。まあ今回はやっぱりさ、報告してちょっと次回にします。ですね。二つが終わって、本シナリオが進んでるって流れかな。まあ、これも本シナリオなんですけど。ひとまずはアムアレーの旅お疲れ様。ある日の方も、なんか、石は固まってるって感じで、上等じゃね。私たちが経験してきたことで、水晶湖の見解、すべてを合わせて今後についての相談をしましょう。まあ、4時間までやるか。まあ、3分ぐらいしかないですけど。とりあえず受注します。大積み食い。次の目的地はわかりますね。でかいの大積み食い。3人ともよくぞ戻ってきてくれた。第一世界を取り巻く状況について改めて分かってもらえただろうか。ええ、目の当たりにしてきたわ。光の反乱から逃れたのはわずかな地。そこに生きる人々は積み食いの脅威にさらされ続けている。ああ、あれらを退けるのは途方もない話にも聞こえるだろう。だが人は多くの犠牲を払った結果、一つの可能性を見出すに至った。積み食いたちの集団を束ねる上位の個体、大積み食いの数は限られていると分かったのだ。数は限られている。アリが女王をなくして巣を作り得ないように、大積み食いさえ倒してしまえば、有象無象の者は一体での活動を諦めるだろう。しかし、積み食いの討伐をユールモアが許すだろうか。ドン・バウスリーは積み食いを操れることを最大の武器にして統治体制を築いている。そこに積み食いを倒して回る者が現れれば、最悪敵対もしてくるだろう。その通り。つまり場合によってはユールモアを牽制しつつ大積み食いの討伐を目指さなくてはならないだろう。それが私の、そして第八霊祭を防がんとするあなた方の現在の目的ということになる。いまいちピンとこない。それでは少しだけ時間を拝借して、世界の統合や霊祭とはいかなるものか説明するとしよう。説明タイムに入ったわ。そうきたか。よくあるパターンですよね。14。太古の昔、たった一つだった世界は14の世界に分かたれた。あなた方のいた原初世界、そして第一世界を含む13の共造世界だ。
これらの世界は隔たれているものの、互いに干渉し合っている。モフおじです。特に PC エンジンスーパー CD ロムロムのボイスとかアニメーションとかレトロゲーム好きにはちょうどいいですよね。とはいえ最近のも好きなんですがね。ここである共造世界にて特定の属性の力が異様に高まったとしよう。すると水が高いところから低いところに流れるように、高まった属性の力が原初世界に流れ込み始める。当然原初世界にも影響が出るだろう。それが火属性ならば大火や日照りに、氷属性なら過酷な寒波にという具合だ。異常はどんどん起きやすくなり、何かのきっかけで大規模な災害が発生。世界を隔てる壁に割れ目が生じたとしたら、原初世界に向けた力の本流が発生。その勢いで世界は統合される。なるほどね。統合ってこういう原理になってる。同時に共造世界が有していた偏った属性が全て流れ込み、きっかけとなった災害を一気に助長する。地震に土属性の力が加われば、それは地殻さえも砕くだろう。津波に水属性ならば大陸すら飲み込む規模になる。それが霊災と呼ばれているものの正体だ。これまでに7つの霊災を伴いながら7つの共造世界が統合されてきた。13残ってないってことですね。7つってこともあと6個しか残ってねえとこか。1、2、3、4、5、6。そうですね。この6個に残ってると。今光に偏っている第一世界もまた統合の条件を満たす可能性が限りなく高いと言えるだろう。そして光に偏る一因を担っているのがやはり積み食いだ。先ほど話した大積み食いは自らのテリトリーに強い光を振りまく。光の氾濫自体を回避したはずのノルブラントが夜を失うほど光で満たされているのもそれが原因だ。したがって大積み食いの討伐は第一世界の属性バランスを正常に戻し、統合を防ぐためにも必要不可欠なんだ。私たちはこの話を前に聞いてね、それぞれのやり方で準備を進めていたんだけど、具体的な成果はまだ。大積み食いはなかなか姿を現さないというのもあるが、ことにある特性によって君の到来を待つしかなかったんだ。お話中失礼いたします。水晶湖緊急事態発生です。ホルミンスターの地が積み食いに襲撃されているとの報告あり、敵はかなりの数らしく村が全滅する恐れもあると。あ、ホルミンスターが出てくるのここで。ホルミンスターを襲った積み食いがクリスタリウムに流れてくる可能性もある。各も警戒態勢を取るように命じてくれ。お前自身は現場の指示を頼む。ただし突入は私が言ってからだとアルフィノとアリゼーにも伝えてくれ。はっ。どうか
あなたの力も貸してほしい。話の続きは、あるいはこの戦いでおのずと知れよ。ああ、これ、あつはなんだかんだで即 ID になりそうな感じだ。だったらやってってもいいな。では私たちも、早急に戦闘の準備を整えて出発しよう。襲われているホルミンスターの村へとレイクランドの北方にある。詳しい場所は直接案内しよう。クリスタルルームを出たらまず西へと直進してほしい。従者の門の先に分岐路があるからそこで合流しよう。あ、やっぱ IT が先に来そうだな。行くのは、ですね、レイクランドですね。レイクランドに行って、あれっぽいですね。あそこから北に流れてるって流れですか。推測よく来てくれた。この街道を、沿って北上すると北の集結市という、AK 団の拠点があるんだ。目的のホルミンスターはそこから向かうことになる。さあ、急ぐ。めちゃくちゃ遠いんで、やっぱ飛べるのはかなり便利ですね。飛べないとかなりスピード遅いですからね。じゃあ、まあ、タンクで行きましょうか。何か言ったら、戦士がやっぱ一番楽ですよね。でもまあ、今回あれか、漆黒なんで暗黒で行くか。今回はね。暗黒行きましょうか。侵入地点ってありますね。このメンツで行くってのはあれですかね。ライナさんとか使えたら面白いですね。この先に広がる森を抜けるとホルミンスターだ。クリスタリウムから少し距離はあるが、同じ地域にある集落として協力関係を結んでいる。状況はどうなっている？近年稀に見る規模の襲撃です。衛兵団を可能な限り投入していますが、救出できた村人は半数にも至っていません。あれだけの数の積み食いを従えているなど、中心にいるのは大積み組の一体と見て間違いないかと。一体いるってことですね。噂をすればね、討伐するチャンスもあるってことだけど。討伐？とんでもない。大積み食いを倒すとどうなるかご存知ないのですか？おっと、なんか現象起きるのか。連中は他の積み食いと比較にならないほど膨大な光の力を有しています。倒せばそれは一気に、解き放たれ近くに別の生物の新たな大積み食いにするのです。なるほどね。これじゃキリがないじゃんね。それについては考えがある。大積み食いの相手は私たちに任せてほしい。作戦があるっぽい。衛兵団は引き続き、生存者の救出を一人でも多く助けるんだ。ですが。了解しました。ただし私もこうたちに、同行させてください。衛兵団のお達として、皆さんだけ行かせるわけにはいきません。わかった。それでは大積み食いのところに向かうのは私、アリゼ、歩きのアリゼ、ライナ、そして、こんなんパーティー来るんだろうって。
絶対ついてこねえじゃねえか。後ろにひっついてくるだけじゃねえか。頼もしいよ。では、ホルミンスターに突入だ。大ツイングを発見したら中訴することはないと押してくれ。殺戮競争。ホルミンスター。名前がすごいっすね。あ、コンテンツサポーター扱いになるのか。そうっすね。だここをクリアしないとフェイスにはならないってことですね。なんか白いひよこがいるんですか。白いひよこ。なんだあのひよこ。誰だよ。すげえ見られてるぞ。白い。あれ、ちょっとひよこさん。いや、それ気づかねえよ。じゃあちょっとひよこさん行くのか。ひよこさん行くんかい。しょうがねえな。マジか行くんかい。いや、でもだったら戦士、パーティー行くんだったら戦士で行くわ。戦士だったらなんとかなるけどね。はい、サポート NPC と、違うな、他のプレイヤーと同時になるのか。しょうがないから言いましょう。シャキらねえし。ヨウさん転がったら飯に行くから。ここは最後。とりあえず。もう早速来ました。よろしいです。いや、懐かしいですね、あんま無茶しないようにやりますよ。白いよ。積み食いになったってこと積み食いひよこじゃないパーティーだと早いっすね。早いな。めちゃくちゃ早いわ。熊君もうっせえな。1号
ほいほいほい押し切れるか。よいしょよいしょ。うん、いいな。よし、行きましょう。あ、オッケー。2ボス。回来るかな、こういうやつ。打ち切れるかな。あ押しけ押しけいいよ、そっけ
なっちゃうんですね。そのままボスでした。うん。オッケーオッケー。さあ、第一の大積みです。大積みでフィリア。鎖をやんないと。鎖。間に合ってね、間に合ってね、間に合ってね。いやー、そうなるよね。いや、しかもこっちじゃねえか。てててて。あ、鎖をね、やんないとね。
げえな。見れる。OK、おついした。バタンキュー。すみくいよ。白い。白いな。なんでカメラ目線だよ、アリセはなんでカメラ目線になってんの。いやー、完全光の反乱の世界ですね。白いな。ちょっと会話を見て、どうか安らかに、アリゼって言ってますね。あー、そっか、知らねえのか。あれのこと、剣を。人間だったって剣を知らねえのか。知ってんのアリゼだけどな。じゃあ行きましょう。まずい、大積井から光の放出が始まりました。あれを浴びるわけにはいきません。水晶湖、やはり撤退を。いいや、撤退は不要だ。確かに大積井を殺せば有していた膨大な光が放出される。その光は新たな大積井を生み出し、人類はこの100年まともに反撃すらできなかった。しかし唯一それを相殺できる力がある。相殺できる力、それこそが光の加護と呼ばれし力。故に私は彼をここへと呼んだのだ。光の加護。光を取り込んでも相殺できる。光溢れてますね。
お、来たね。夜が来ました。大罪食いが放っていた光、それによって変じていた世界が今戻る。あ、この時点でこのエリアは夜がやってくるっていう流れですかね。これレイクランドってことでいいのかな。あ、クリスタリウムか。うん。天の暗き海出たな、朝日。闇の戦士が現れたんだ。なんて美しい。これは一体。そっか、100年も続いたってこと知らねえのか、夜を。夜空さ、本当のあるべき闇が戻ったんだ。あなたたちは何者なんですか？大罪食いを倒し、その光を受けても平気だなんて。それにこの空、まるで伝承の闇の戦士。水晶湖。彼方の英雄よ。私は長い長い年月待ち続けていた光の加護を持ち、罪食いを打ち滅ぼすことのできるあなたのことを。今あなたによってレイクランドに座した大罪食いが討たれ、この地にあるべき闇が戻り、正しき夜が訪れた。力なき罪食いはもはや闇の戻りしこの地に根を下ろすことはできないだろう。しかし取り戻せたのはおそらくこの一帯のみ。各地にはまだ大罪食いが潜み、光で覆った空の下、生命を食い尽くさんとしている。私はこの滅びの定めに反逆したいんだ。最大にして最後の抗いを。それがそちらの世界を救うことにつながるとしても、あなた方を強引に呼んだことは私の身勝手に他ならない。この比例はいずれ必ず私の力、命を懸けて償おう。だから今は私たちに力を。罪食いを倒し、世界に闇を取り戻してほしい。お、アルバート。面白い戦いができそうだ。今はそれしか道がないなら仕方ない。面白い戦いができそうだ。ありがとう。それにしても、あなたどうしてそこまでして戦うの？私たちを呼ぶのにだってすごく苦労したでしょうに。もちろんこの地に生きる人々のため、クリスタリウムの民に平和な明日をもたらすためだ。それは否定しないけど、
あなたがクリスタルタワーを呼んだ時にはまだ街はなかったのよね、だから最初のきっかけは何だったのかっていう話よ。そうだ。救われてほしい人がいるのだ。救われてほしい人。その人の未来をつなげるならば、私は世界一つ救ってみせる。意外だろうか。だがこれ以上の追求は今は許してくれると嬉しい。この辺は後々わかるってことですかね。私はこれでいて結構な老人なのだ。老人。己を語る言葉の一つ一つがどうにも膨らみすぎていて胸につかえてしまう。結構な年ってことか。年齢はあまり気にしてなかったけど。無理に聞こうとしてごめんなさい。私たちも引き続き一緒に戦うよ。遠くで待っている人たちのためにも必ず積み食いを倒そう。それでは保護した村人たちを連れて戻るとしよう。ホルミンスター。これ一回戻るって流れになんねえかな。ちょっとそこまでやりたいですね。あれ、白い白食いがどっか、白い積み食いがどっかに行ってる。黄色くなってる。お疲れ様、そしてありがとうか。あなたのおかげで救われた命があり、こうして空も戻った。たった今されど大きな一歩だ。ああ、本当に。大積み食い。闇の戦士。黄色い。さて、この後のことについてだが。先に救助されていたホルミンスターの住民は皆無事にクリスタルリムに移送されたそうです。手当てと受け入れの準備はつつがなく、皆どちらかといえば空の変化が気になって仕方がないようです。例の現象とかけて闇の戦士が現れたのではないかと。是非もない。カーズ、人って嫌なのがあなたがその闇の戦士だということはしばらく内密させてもらえないだろうか。レイクランドの空から光が払われたということが、あまりにも大きな変化だ。人々の中に、興奮と戸惑いが、渦巻いていることだろう。そこに張本人の闇の戦士が現れたら民を疑うわけではないが、良くも悪くも収拾がつかなくなる可能性がある。私は推奨校に賛成かな。この事態を受けて、今後ユールモアが動く可能性がある。彼らの出方を見るまではあまり大手を、振って名乗るべきではないと思うんだ。すまないね。ただ彼らの喜びは間違いなくあなたの戦果だ。いずれ名を明かすまでそれまでは忘れないでいてほしい。ライナもすまないが口外金していたのだ。皆に会えた積み食いに抗わんとする者が現れた。その者は大積み食いを倒して去っていったと伝えるつもりだ。了解しました。公の、公の秘密主義は今に話しまったことはありませんから、いつも通り、言わずも問わずにしておきます。ただいくつか聞かせてください。皆さんの本当のことを。では私は一足先にクリスタルリムに戻り、民に説明をしておくとしよう。しばらくそれにかかりきりになるだろうから君たちは戻ったら休息を取ってくれ。今夜は窓を、追わずとも、暗く穏やかな夜になるだろう。私はここにとどめます。残ったホルミンスターの住民を移送するために指示を出さなければなりませんから。それでそのお疲れのところ申し訳ないのですが、居住官の方に、方に戻られるなら一つ伝言を頼めるでしょうか。
ムジカユニバーサリスの石要素、グラギに、怪我人が多いので市場に、市場に出ている、薬も、医療官に回してほしいと。それでは水晶湖に追いつかれないよ。ゆっくりと、クリスタルに戻るとしようか。ごめん、私もこれは。ちょっともう一回だけホルミンスターの様子を見てくる。なんか思うとこがあるんですね。しかしアリゼ、村の中はもうくまなく見て回ったよ。君だって休めるときに休まないと。気づいちゃったね。戦った積み食いの中に知った顔があったこと。うん。人間だったってことですね。そういうわけだからちょっとだけ一人にさせて。カーズも今回、ついてきたら怒るから。また後で、休息の後に、会いましょう。その時はいつもの私を。では私たちだけで帰ろうか。うん。てってん。あ、これで戻るって流れですかね。じゃあ、クリスタリウム飛ぶんで、そこで終わりましょうか。こっちか、こっちだ。いやー、もうとにかく腹が減った。とにかく俺は腹が減りました。あ、次回はこの続きですね。闇の戦士、クエスト闇の戦士の続きからやりたいと思いますんで、まあ、見る方はよろしくお願いしますね。だいたい今5分の1いかないぐらいかな。が終わったっていう感じですね。まあ、71なんで、そうですね。5分の1も終わってないぐらいですね。まあ、引き続き、時間かかると思いますけど、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。また夜はいつものゲームやるのでよろしく。ご視聴ありがとうございました。よろ